皆さんこんにちは。日本語コーチのしおんです。今日はですね、日本語教師仲間のまい先生をゲストにお迎えしています。実はまい先生と私はもともとお友達でした。今は私と同じく日本語を勉強したい生徒さんに向けて日本語を教えている先生をしています。まい先生はあるきっかけから日本語教師の道に進まれたんですが、海外に住んでいた経験もあって、もともとは塾で英語を教える先生をしていました。優しくて話しやすい雰囲気なので、初心者の方や会話に自信がない生徒さんにもぴったりです。今回はそんなまい先生のこれまでのストーリーや今教えている生徒さんについてだったり、先生として大切にしている思いについていろいろお話を伺っていきたいなと思います。どんな先生が気になる方はぜひ最後までご視聴ください。それではまい先生、よろしくお願いします。じゃあまい先生、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、まい先生の自己紹介をお願いします。はい。オンラインで日本語の先生してます。まいと言います。よろしくお願いしまよろしくおす。願いします。出身は、日本の神奈川県っていうところ、東京の近くですね。で、生まれて、今は福岡県に住んでます。で、もともと、そうですね、大学卒業して、塾で英語の先生をしてまして、その後、オーストラリアにワーキングホリデーに行ったり、あとはフィリピンで働いたりとかして、今は日本でまた働いて、日本語の先生をやってるって感じです。おー、ありよろしくお願いがとうございします。ます。よろしくお願いします。そう、まい先生とはね、実はフィリピンのセブ島で出会ったんです。そうなんです。そう、前の仕事がね、同じ仕事で、うん。別の部署だったんだけど、同じ仕事仲間で一緒に働いていました。じゃあ、まい先生はどうして日本語の先生になろうと思ったか、きっかけを教えてください。はい、そうですね。まず、私、教えるのがめっちゃ好きで、さっき自己紹介でもちょっと話したんですけど、大学卒業して、英語の先生やってたんですけど、大学で、教員免許っていう、学校の先生になれる教員免許っていうのも取得してて、なので、もともとすごい教えることが好きだったんですね。で、実際に英語を教えてたりとかして、あとは自分も英語を勉強してるので今もずっとなんかこう言語を学ぶことの楽しさみたいなのをすごく知ってるので、それをこう自分の母国語である日本語を学びたいっていう人に対してこう自分のなんだろうな経験とかスキルとかっていうのを活かして働けたらなと思っていたらしおんさんにやってみないっていうふうに言ってもらったので今チャレンジして日本語の先生やることになりました。すごいいいですね。ありがとうございます。じゃあ、まい先生は英語のうん。先生をやりながらやっていた経験もありつつ、今日本語を教えてはい、るから、どっちもいいですね。スキルを使えてますね。そうです。素晴らしい。ありがとうございます。はい。じゃあ、そんなまい先生の、日うん。本語の生徒さん、学んでいる生徒さんにはどんな生徒さんが多いですか？そうですね。一応国籍は結構バラバラで、東南アジアの方のタイとか、あとベトナムとかの生徒さんもいますし、ブラジルとかトルコとか、結構多岐にわたってて、レベルで言うと、今私が持ってる生徒さんの8割ぐらいが初心者、もうひらがなも全然読めないですっていうところから始まってますね。でも、結構今はテキストのひらがなも全部普通に読めるようになって、日本語で授業したりとかする生徒さんもいるくらいな感じですね。すごい、ひはい。らがな読めないとうん。ころから、今は日本語だけでレッスンできるようになってる。そうなんですよ。すすごい、ごいです。さすがですね。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、まい先生の生徒さんは初級者さん、ビギナーの方うん、が多いんですかね。そうですね。やっぱり、まあ、自分が英語を話せるので、やっぱりその初心者、学ぶときに、なんかこう、日本語だけしか喋れない先生だと、ちょっと不安だなっていう人は、いざとなったら英語で説明とかもできるので、そういうところでは多分初心者の方が選んでくれたのかな、選びやすい先生だったのかなとは思いますね。まさにいいですね。英語でもね、解説してくれると、より初心者さんは理解が深まって
いいと思います。ありがとうございます。じゃあ、そんな舞先生ははい。普段、はい、どんなレッスンをしていますか？そうですね。基本的には、その生徒さんの目的とか、あとはどんなスタイルで勉強したいかっていうのに合わせて、スピードとかも合わせてやってるんですけど、基本のスタイルとしては、もう最初、フリートーク、今日週末何してましたかとか、今日何しましたかとかっていうフリートークをちょっとして、その後、テキストで文法の勉強をするっていうのが、普通の流れなんですけど、生徒さんによっては、もう全然フリートークずっとしたいですっていう生徒さんもいたりとか、漢字の勉強したいですって言われたら漢字のテキスト作って一緒に漢字勉強したりとか、結構生徒さんに合わせてそれぞれレッスンはカスタマイズしてますね。すごい。じゃあ、生徒さんにオリジナルの教科書を作ったりしてるんですね。そうですね。基本的にいろいろ作ってます。すごい。しかも、もともとね、先生をして教えてたから、多分教うん、そうです。材の、私はね、舞先生の教材を見たことがあるんですけど、めちゃくちゃすごく見やすいし、わかりやすいので、めちありがとうゃくちゃいいございます。ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、そんな舞先生のレッスンのこだわりとか特徴とか、何かありますか？そうですね。私がレッスンの中で大事にしてるのは2つあって、1つが、生徒さんがたくさん話せる時間を作ることですね。やっぱり、すごい説明をいっぱいしたりとかするのも大事かなって思うんですけど、せっかくこの1コマ50分しかない、せっかくね、こう話せる時間なので、レッスンっていうのは。なんで、もう間違えてもいいし、時間がかかってもいいから、とにかく、こう、生徒さんに話してもらってっていう時間をすごく大切にしてるっていうのが一つ目で、うんうん。二つ目が、さっきとちょっと被るんですけど、質問をしやすいような雰囲気をできるだけ作ってますね。なんかこう、早く早くどん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 進むんじゃなくて、わかんなかったらいつでも質問していいよっていう雰囲気をなるべく作って、なんだろ間違えるところから学んでいくみたいな、いっぱい話して、いっぱい間違えて、そこから、あ、これ言えなかったなとか、じゃあこれ次はできるようにしようみたいな感じで、こう、たくさんたくさんアウトプットをして、そこから学んでいくっていうスタイルを結構大事にしてます。めちゃくちゃいい。でもそうですよね。先生と一緒にレッスンするっていうのは、もう本当間違ってもうん、いい環境だし、それをね、解説してくれて、で、正しい日本語を学んでいくっていうのがね、こう、プロセスになってくると思うので、めちゃくちゃ素晴らしいと思います。はい。うん。私も英語を勉強しているときに、そういう先生だとめちゃくちゃ嬉しいなって思いました。そうですよね。そうなんですよ。う私もんうん。自分が英語勉強してるとすごいわかるんですけど、こう、やっぱ話さないとね、こうわからうん。ない。いや、まさにまさに、本当間違ったところから学んでいくっていう感じですね。ありがとうございます。じゃあ、そんな舞先生が思う日本語を学ぶ楽しさって何だと思いますか？うん、そうですね。日本語に限らず、こう、言語を学ぶ、自分も英語を学んでるので、その上で言語を学ぶ楽しさっていうので言うと、やっぱりこう、世界は広がるなって思いますね。単純にこう、話せる言語増えるだけで、関われる人の人数も増えるし、あとは情報もたくさん手に入れられるし、あとは、同じ言語を学んでる人って、なんかちょっと近い考えを持ってたりとか、趣味みたいなもんですよね。趣味が同じで意気投合するとか、気が合うみたいなのと一緒で、やっぱ同じ言語を学んでいる人と出会えたりすると、またそれはそれですごく、いい出会いになるし、そういう意味で、いろんな意味で世界が広がるっていううん。感じはしますね。まさに私たちがそうですね。うん。いや、本当にそう、本当にそそうだ、英語を学ぶ同士でフィリピンで出会って、今はう。うん。ね、日本で一緒に同そうそう。じ仕事をしているというね、そう世界そうそう。が広がり本当にました。うん、そうですよ。そういうのがやっぱり日本語でもあるなって思ううん。ので、ただ単にこう言語をマスターするとかじゃなくて、そういう世界を広げるとか、出会いをもっと、多くするみたいなところでも、すごい楽しさはあるなって思います。うん、確かに。しかもやっぱり日本に行きたいと思ってる方って多分いっぱいいると思ってて、でもそれ言語を学んでるとより楽しいですよね。うん、本当にそう。もうういろんん。なものをやっぱりね、見たり聞いたりして、しかも翻訳機じゃなくて、自分の言葉でこう伝えたうん。りするのってやっぱり全然違うなって思うので、そこもすごい楽しめますね、旅うん。行とかも。
確かに確かに、そうですね。それがもう学ぶ楽しさだったりもしますね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、そんな舞先生のトライアルレッスン、体験レッスンでは、どんな体験ができますか？はい。一応流れは、まず、初めましてなので、自己紹介をして、そこから、そうですね。今、その日本語を学んでいる方だったら、どんなところでつまずいてるかなとか、っていうところをちょっとヒアリングしたりとか、これから学ぶよっていう人も、どういうふうに学んでいきたいかな、目的は何かなとか、最終的にどういうところまで行きたいかなみたいなのをちょっと聞かせてもらって、一緒にじゃあどうやって勉強していこうねっていうロードマップみたいなものを作って、そこからは、多分、トライアルレッスン受けてもらってるってことは、実際にレッスンどういうことやるのかなっていうのは気になってると思うので、教科書とかを使いながら、どんな感じでレッスンやりますっていう、ミニレッスンみたいなものを体験してもらうっていうのが、トライアルレッスンの中身ですね。うん、素晴らしい。いいですね。じゃあ、トライアルレッスンに参加してくれたら、学習用のロードマップが作れて、しかも自分専用のものが作れるってことですね。そうです。うんうん、OK です。じゃあ舞先生はね、もともと塾の先生も日本で長くやっていて、教育の仕事にもね、長く携わっていました。また、オーストラリアとかワーキングホリデーの経験もあるし、フィリピンで働いた経験もあるので、海外の文化にね、とても理解があったりします。そして英語も得意なので、また初心者さんの方とか、これから日本語を学び始める方にはね、英語でのサポートもできるということだったので、ぜひ日本語をね、これから勉強してみたいという方や、日本語を勉強してて伸び悩んでる方ですね。そんな学習者さんにとてもおすすめな先生だと思います。はい。そして、このポッドキャストを聞いてくれてる方は限定で、舞先生のトライアルレッスン、通常30ドルのところ、今だけ10ドルで受けてくださるとのことです。ありがとうございます。ぜひね、なかなかね、こんなチャンスないので、ぜひ気になる方は動画の概要欄をご覧ください。それでは最後に、日本語を学んでいる皆さんに向けて、舞先生からメッセージをお願いします。はい。そうですね。私も英語をずっと勉強したりとか、あとは先生だった経験があるので、なんか言語を学ぶっていうことの楽しさももちろん分かってるし、難しさとか辛さみたいなのもすごく分かるんですね。モチベーションが続かないとかっていうのもすごくよく分かるので、ちょっと伸び悩んでる方とか、これからやっていきたいなっていう人にすごく、私のレッスン受けてほしいなって思ってますし、あとは、勉強とか言語学習っていつからでもスタートできると思うんですね。やりたいって思ってる今がチャンスだと思うので、しかも一回言語習得したらもう、なんだろうな、一生の財産なので、もう身についたら、もう自分の武器になったり、スキルになったりとかするので、もう今始めたいって思ってる方がいらっしゃったら、ぜひ私とレッスンできたらなって思ってますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ今日は舞先生、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、またね、このポッドキャストにも、まい先生、ゲストとしてね、お迎えしていろいろお話ししていきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録も忘れずに、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは日本語を勉強している皆さんに向けて日本の文化や日本語について、そして私が日々感じていることなどについて自然な日本語でお届けをしています。そしていつものですね、本題に入る前に前回に引き続きちょっと紹介コーナーをしていこうと思います。はい。今日ね、皆さんに紹介したいなと思うのはですね、こちらになります。じゃじゃーん。これはですね、パイナップルケーキです。はい。実は私、この前、台湾に行ってきました。はい。で、台湾のお土産といえば、パイナップルケーキ。すごく有名なんですけど、皆さん知ってますか？これね、ちょっと試食させてもらったんですけど、めっちゃ美味しかったので、ちょっとね、お友達にお土産として買ってみました。結構ね、重たい、ずっしりしていて、多分たくさん入ってるんだろうなと思います。中身は多分ちょっと見えないかもしれないですけど、こんな感じで中にパイナップルが入っている、パイナップルのパウンドケーキみたいな感じですね。はい、になっています。はい。ちょっと試食して美味しかったので、お友達にも食べてほしくて買ってみました。はい。で、あとはですね、
お茶ですね。台湾はすごくお茶が有名だと思うんですけども、台湾のお茶を買ってみました。これはジャスミン茶ですね。はい。缶も可愛くて、パッケージが可愛かったのでちょっと買ってみました。こちらも友達のお土産として買ったので、お渡ししていきたいなと思っています。はい。皆さんは旅行に行った時とかお土産買ったりしますか？前回もちょっとね、お土産についてのエピソードをポッドキャストでも撮らせてもらったんですけど、私は結構旅先でお土産を買うのが好きです。自分のためにもね、お土産を買ったりします。後ろにね、結構自分のお土産たくさん置いてるんですけど、実は。はい。なんですけど、皆さんはいかがですか？旅先に行ったらお土産を買ったりしますか？どうかな？思い出になったりしますよね。あとはなんか美味しいものを見つけたりとかしたら友達にもあげたくなっちゃうので、私はよくお土産を買って配ったりしています。はい。ということでですね、この前、台湾に行ってきたんですけど、実は日本は4月の終わりから5月の初めにかけてゴールデンウィークっていう長い連休の期間になります。前回のエピソードでゴールデンウィークについてお話ししたので、気になる方はぜひこちらの動画を見てほしいんですけど、そう、ゴールデンウィークにですね、台湾に行く計画があって行ってきました。はい。初めてだったんですよ、台湾行ったのが。で、びっくりしたのが、私今沖縄に住んでるんですけど、沖縄から東京に行くよりも、沖縄から台北ですね、台湾の首都の台北に行く方が近いということが分かりまして、すごく近かったんですよ。多分、沖縄から東京に行くのに2時間ぐらい、2時間弱かな。かかるんですけど、沖縄から台北は多分70分ぐらいで着いちゃうんですよ。めっちゃ近いと思って、なんで今まで行かなかったんだろうって思いました。はい、こんなにね、気軽に、行けるんだったら、もっと早くから行けばよかったってちょっと思っていましたね。はい。ということで、初めてね、台湾に行ってきたんですけど、皆さんは台湾行ったことありますか？そして台湾にはどんなイメージを持っていますか？私はですね、台湾に行ったら絶対に食べ歩きをしたいと思っていました。台湾は美味しい食べ物がね、たくさんあるので、それをね、すごく楽しみにしていました。はい。で、最初の日ですね、台湾に行った最初の日は、フライトが朝の8時からだったので、めっちゃ早起きしました。というか、寝ずに行きました。はい。前日ね、夜遅くまでレッスンがあったので、終わったのがね、多分、夜中の12時ぐらいだったんですよ。なので、このまま寝てしまったら多分、私は飛行機に乗れなくて遅刻してしまうかもと思ったので、寝ずに行きました。はい。なので、朝4時ぐらいに、家を出て、空港までバスに乗って行きました。で、8時のフライトだったので、6時ぐらいには、空港に着いていて、チェックインとかして、で、ちょっと時間があったので、ちょっと仕事をしながら、フライトの時間を待っていたような形でしたね。で、沖縄の那覇空港から台湾はほんと1時間ちょっとで着いちゃったので、もう寝てたらあっという間に着いちゃいました。はい。東京行くよりも近くてびっくりしましたね。はい。で、1日目は台北駅っていうところでランチを食べて、なんか辛い火鍋みたいな感じかな。はい。火鍋みたいなものを食べましたね。はい。すごく美味しかったです。結構、スパイス山椒なのかな？はい。が効いていて、辛いんだけど、なんか痺れる感じで、そんなにずっと辛いわけじゃなくて、ピリピリピリってこう、痺れる感じの辛さで、私はね、すごく大好きな味でした。とても美味しかったです。ちょっと料理の名前忘れちゃったんですけど、なんかちっちゃい火鍋みたいなやつでしたね。とても美味しかったです。で、その後は、台湾駅の中を散策したりとかしていました。あとは、台湾に行ったら絶対飲みたいと思ってたタピオカですね。はい、ミルクティーのタピオカを絶対飲みたいと思ってたので、それをお昼ご飯食べた後に飲んだりして、こう台湾の駅の中を歩いていました。はい。で、その後ですね、荷物結構持っていたので、ホテルにチェックインしようと思って、ホテルに向かっていきました。はい。台北駅から結構バスが出ていたり、地下鉄があったりとか、すごくね、交通も便利でしたね。はい。とても便利で、地下鉄で
地下鉄とバスを使ってホテルに行きました。はい。で、あと、ホテルに着いた後に、まだまだ全然時間があったので、せっかくだから台湾の街を散策したいなと思っていろいろ調べてたら、U バイクっていう自転車ですね。シェアライドみたいな、自転車のシェアサービスみたいなのが、街中に結構あって、黄色とかオレンジの自転車がたくさん街中を走ってたんですよ。で、あれ何かなと思ってたら、これレンタルサイクルみたいなの、サービスがあって、アプリを登録して QR とかでピッてやると、すぐに借りれちゃうんですけど、それがすっごく便利で、それを使ってね、その自転車を使って、ですね、適化街っていう、日本語読みでは適化街って言うんですけど、その街に行ってきました。で、その街は結構レトロな雰囲気のある場所で、古い多分街並みなのかな、歴史のある感じの街並みの場所で、とてもタイムスリップしたような感じでしたね。はい。で、そこには結構雑貨屋さんがあったりとか、おしゃれなカフェがたくさんあったりとかして、いい雰囲気ですごく良かったですね。はい。で、私朝早くその日出発してたので、めっちゃ眠かったんですよ。なので、コーヒーを飲みたいと思って、ちょっとおしゃれなカフェを探して、はい、入ってみました。で、そこのカフェでラテを飲んだりとか、チーズケーキ食べたりとかして、はい、ゆっくり過ごしていました。で、結構びっくりしたんですけど、台湾は日本語が結構通じるよとは聞いてはいたんですけど、結構通じるなと思って、ほぼ日本語だけで旅行できたんじゃないかなって思うくらい、皆さん、コンビニの店員さんとかも、台湾へようこそって日本語で伝えてくれたりとかして、日本語喋れる方がとても多いことにびっくりしましたね。はい。すごく日本語を使ってコミュニケーション取ってくれて、私はすごく嬉しかったです。はい。で、その後ですね、滝ヶ街っていうレトロな街を散策した後に、まだまだ全然時間があったので、ずっと行きたいと思っていた夜市、ナイトマーケットに行ってきました。はい。日本語の読み方は、シリン夜市っていう名前なんですけど、多分台湾の読み方とちょっと違うと思うんですが、日本語だとシリン夜市っていう、台北の中でも結構有名なナイトマーケットに行ってきました。はい。そこではですね、もう絶対食べたいと思ってたものがいくつかあったので、食べ歩きをしようと思って、はい、行ってきました。で、一番最初に食べたのが一口餃子ですね。こんなちっちゃい餃子を食べたりとか、あと絶対食べたいと思ってた小籠包を食べたりとかしました。もう小籠包は、日本でも食べたことはあったんですけど、やっぱり本場の台湾で食べたいと思っていたので、食べてみたんですけど、やっぱり美味しいですね。雰囲気もあるのかな、その夜市で食べてるって雰囲気も相まって、めちゃくちゃ美味しく感じました。実際とっても美味しかったです。はい。台湾に行ったら絶対皆さん小籠包食べてください。とても美味しかった。で、その後は、ルーローハンか。ルーローハンっていうご飯の上に甘い豚肉の料理が乗っている食べ物があるんですけど、それを食べましたね。これも実は日本で食べたことがあったんですけど、絶対に台湾に行ったら本場のルーローハンを食べたいと思ってたので、初日に食べることができてよかったです。で、その後は、何食べたかな、タージーパイだ。タージーパイって皆さん知ってますか？こんなでっかいフライドチキンですね。結構これくらいの厚さで、こんな大きさのチキンがあるんですけど、タージーパイというものを食べて、もうお腹パンパンっていう感じでしたね。はい。とっても美味しかったです。全部美味しかった。でも一番ね、台湾に行ってびっくりしたのが、皆さん知ってるかな？臭豆腐っていう、臭い豆腐って書いて臭豆腐っていう食べ物があるんですけど、漢字の通りめちゃくちゃ臭いんですよ。すっごい臭くて、食べてみようかなって思ったんですけど、ちょっと勇気が出なかったですね。美味しいよと言われたんですけど、本当に臭くて、食べられませんでした。多分本当は台湾に行ったら食べるべきだと思うんですよ。絶対食べるべきだと思うんですけど、ちょっと私は食べられませんでした。
でも本当に臭い。びっくりしました。もう、臭豆腐のお店が近くにあったらもう匂いがもうするんですよ。なのですぐわかる。あ、この店絶対臭豆腐あるってすぐわかるんですよ。そう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 。っていう感じでしたね。臭豆腐はちょっとまた次回チャレンジしたいかなと思います。もう臭豆腐があるところはこうやって鼻で匂いを感じないように歩いてました、こうやって。はい。多分あれかな、皆さんも日本の納豆って臭いって思うのかな？私は臭いって思わないんですけど、多分そういう感覚なのかなと思いますね。私は納豆めっちゃ大好きでいっぱい毎日のように食べてるんですけど、多分海外の皆さんとか納豆に慣れてない方はすごく気持ち悪い食べ物なんだろうなとは思うんですけど、そういう感覚なのかなと思いました。でも本当はね、食べたかったです。食べてみたかったんですけど、ちょっと勇気が出ませんでした。あとお腹いっぱいだったしね。はい、でしたね。その夜市の場所には、食べ歩き以外にも、なんか射的があったりとか、あとなんか麻雀できる、なんかちょっとした遊び場所があったりとか、金魚すくいとかあったりしましたね。なので結構ちっちゃい子供がたくさんいました。多分、台湾の子供たちかな。はい。地元の多分人たちだと思うんですけど、地元の子供たちも結構たくさんいて、賑わっていましたね。はい。すごく楽しかったです。そのシリン夜市は結構大きくて、端から端まで歩いてみたんですけど、人が多すぎてすごかったです。でもね、楽しかったし、食べた食べ物は全部美味しかったので、また行きたいなと思います。ぜひね、おすすめの場所です。台湾っていう感じの場所だったので、すごく楽しかったです。はい。1日目はね、そんな感じで、食べまくって終わりました。で、朝早かったのもあって、ホテルに帰ったらもう爆睡ですね。すぐ寝ちゃいました。はい。で、2日目は、9分っていうジブリの千と千尋の神隠しって皆さん知ってますかね？すごく有名な作品なんですけども、そこのアニメに出てくる場所があって、舞台と言われてる場所ですね。っていうのがあって、そこにね、ずっと昔から行きたいなと思ってたんですけど、9分っていう台湾の東の方ですね、にある場所に行ってきました。はい。9分までは台北からバスで1時間ぐらいだったかな ?1 時間ちょっとだったかなぐらいの場所なんですけど、バスで1本で行けるのでとてもね、便利でしたね。うん。はい、すごく日本人からも人気の場所で、日本人もね、めちゃくちゃたくさんいました。ちょうどね、やっぱりゴールデンウィークってこともあって、日本人が多分たくさん旅行にね、来てたと思うんですけど、9分という場所に行ってきました。はい。うん、結構ね、9分ってもともと、雨が多いよって言われてたんですよ。雨がたくさん降る場所だよって聞いてたので、どうしようかなって、雨降ってたらちょっと嫌だなって思ってたんですけど、私が行った時は雨全然降らなくて、逆に晴れていて、とてもね、暖かかったし、歩きやすかったです。うん。それがすごく嬉しかったですね。雨が多いって聞いてたので、晴れ女だなって思いました、私。結構私、晴れ女なんですよ。行くところ、結構予報では雨ですよって言われてても、割と晴れることが多くて。はい、9分は晴れてくれてよかったです。嬉しい。はい。で、9分では、友達がおすすめしてくれてた猫カフェ？猫がいるカフェかな？猫カフェではないですね。猫がいるカフェですね。に行ってきました。私ね、やっぱコーヒーが大好きなので、どうしてもコーヒーをね、毎日一杯は飲みたくなっちゃうんですけど。なので9分にいた時も、コーヒー飲みたいなと思ってカフェに行ってきました。そこはね、友達がおすすめしてくれたカフェだったんですけど、猫がね、何匹かいて、めっちゃ可愛かったですね。お店の中にも入ってきたりとか、お店の外でご飯を食べている猫がいたんですけど、やっぱり猫は本当に癒されるなと思います。可愛かったです。はい。で、カフェでゆっくりした後は、なんかお土産こういうのとかですね。パイナップルケーキとか、お茶とかですね。そういったものを見に行ったりとか、散歩したりとかしていました。
で、結構ね、散歩してると、その日はまだコーヒーしか飲んでなかったので、すごくお腹が空いたので、2日連続で実はですね、小籠包を食べちゃいました。ルーローハンをその時食べましたね。なので2日連続小籠包とルーローハンを食べました。めっちゃ美味しいんですよね。大好きなんですよ。そう、ルーローハンの味付けとかもめっちゃ大好きで。はい、食べました。で、9分はですね、夕方から夜にかけて、ランタンがたくさん光る場所なので、それを見たいなと思ってたんですけど、私たちが行った時は結構まだ明るかったので、夕方頃に、お茶屋さんですね。台湾すごくお茶が有名なんですけど、お茶屋さんに行って台湾のお茶と、なんかお茶菓子みたいなのを食べて、ゆっくり日が落ちるのを待っていました。はい。で、そろそろね、日が落ちたなと思って外に出たら、もう人がめっちゃいて、身動き取れなかったですね。すごかったです。やっぱり夜はすごく人が集まるんですね、あの場所は。とても夜が多分人気な場所なので、すっごい人がいました。結構韓国の方とか、日本のツアーの方とか、団体で来る方も結構多くて、すごく人がたくさんいましたね。はい。雨だけ降らなくてよかったなと思います。で、ずっと見たかった、ランタンがついている場所ですね。そこも見ることができて、すごく良かったです。ずっとね、もう行きたい国リスト、行きたい場所リストの中に私は入っていたので、見ることができて、行くことができて、すごく良かったです。はい。で、そんな感じで2日目もですね、めちゃくちゃ体力を使い果たしたので、ホテルに帰ってすぐ寝ちゃいました。はい。で、3日目は9分を出て、その次に10分という場所に行きました。で、ここからは、その9分という場所からバスで10分という場所に行けるんですけど、ランタンそれこそ自分で、なんか願い事を書いて、こう、ランタンを飛ばすみたいなことができる場所があって、そこに行ってきました。で、線路の中に入って、願い事を書いたランタンを飛ばすっていうのがすごく面白い体験で、たくさん観光客の方がいましたね。で、この時はですね、ちょっと雨が降ってしまったんですね。で、結構雨が降ってきてしまったので、外を歩くのもちょっと難しかったので、かき氷屋さんをちょっと途中で見つけたので、マンゴーのね、かき氷を食べたりしました。ずっとね、台湾に行ったらかき氷食べたいなと思ってたので、マンゴーのかき氷食べてみたんですけど、やっぱり美味しかったですね。なんか日本のかき氷と台湾のかき氷ってちょっと違うんですよ。なんか氷の部分がちょっと違うんですけど、私はどっちのかき氷も好きなんですけど、やっぱりマンゴーが私は一番大好きなので、マンゴーのかき氷を食べることができて、もう大満足でした。雨が降ってても全然平気でした。はい。で、その後、なんかマンゴーのかき氷を食べてたら雨が止んだので、私たちもですね、ランタンになんか願い事みたいなものを書いて、あげることができました。めっちゃ楽しかったですね。ずっとやってみたかったことだったので、すごく楽しかったです。はい。で、その日はそのまま10分から台北に戻ってきて、一緒にですね、彼と一緒に行ってたんですけど、彼のお友達と火鍋を食べに行ってきました。皆さん火鍋知ってますか？私は日本で火鍋って食べたことないかも。別の場所、フィリピンとかで食べたことがあったんですけど、その時にすごい火鍋大好きになって、絶対本場の台湾で食べてみたいと思ってたんですけど、火鍋をね、食べることができました。火鍋って多分半分が、この赤い、ちょっと辛めのスープで、もう半分が、選べるんですけど、豆乳とかちょっと、ミルキーな感じのスープで分かれている鍋なんですけど、めっちゃ美味しかったですね。なんか赤いスープの方はすごく辛いかなと思ったんですけど、辛いんだけど、なんかその辛さが、あんまり残らない辛さで、私は食べやすかったです。うん。結構痺れる系の辛さだったんですけど、とても美味しかったです。で、台湾のお友達とね、一緒に行ってきたので、食べ方みたいなことも教えてもらったりとか、こっちのスープには、赤い方のスープには、お肉入れた方がいいよとか、こっちの豆乳の方のスープには野菜たくさん入れて食べた方がいいよみたいな感じで、食べ方を教えてもらいました。
はい。めっちゃ美味しかったです、火鍋。また食べに行きたいなと思います。私が住んでる沖縄にはですね、あんまり火鍋屋さんないんですよね。だから、あの味はまた台湾に行かないといけないなと思っています。はい。で、4日目は、朝にですね、私生徒さんのレッスンを1、2レッスンやって、14時のフライトだったので、ホテルでゆっくり過ごしながら、コーヒー屋さんに行って、コーヒーを買って、空港に帰って向かって、日本に帰ってきたという形になっています。はい。3泊4日の旅だったんですけど、台湾と9分と、10分という場所に行くことができて、とても大満足な旅になりました。結構南の方のね、台湾のエリアも面白いと聞いたので、次回は南のエリアにも行きたいなと思っています。すごく充実した旅になって、レッスンもね、毎日しながら、朝午前中と夜のちょこっとの時間だけ、レッスンをしながら旅をさせてもらったんですけど、すごくね、リフレッシュできました。めっちゃ楽しかったです。はい。今回3泊4日で行ったけど、やっぱりちょうどよかったので、おすすめですね。はい。次はもっと南のエリアとかも行きながら、ゆっくり旅したいなと思っています。今年はですね、たくさん旅をしながら、そして生徒さんとのレッスンをしながらですね、私もいろんなとこに行って、いろんな体験をしたいなと思っています。こうやってね、ポッドキャストで皆さんにも旅で出会ったことについてだったり、旅で会ったことについてだったりとかをシェアしたりとかね、できるので、すごくね、いい旅だったかなと思います。はい。今日もね、このポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。まだね、チャンネル登録してない方は、ぜひ、これを機にチャンネル登録していただけると、とてもとても嬉しいです。では、次回のエピソードでまたお会いしましょう。またねー。皆さんこんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。今日も聞きに来てくれてありがとうございます。このポッドキャストでは、日本語を勉強している皆さんに向けて、日本の文化や日本語について、そして私が日々感じていることなどについて、自然な日本語でお届けをしています。それでは本題に入る前に、いつもの紹介コーナーをしていこうと思います。そう、最近ね、私が買ったものについてなどを紹介するコーナーを実は前々からやっているんですけども、今回紹介するのはメガネです。はい。皆さんは目どうですか？いいですか？悪いですか？私はですね、こっちの右目がすごく悪いんですね。実は左目はすごくいいんですけど、右目だけがとても視力が悪いです。今はね、実はコンタクトをつけているんですけど、普段コンタクトも実はこっちは度が入っているコンタクトをつけていて、こっちは度なしの、カラコンですね、をつけています。はい。で、メガネも実はですね、右目だけに度が入っているですけども、左目にはね、何も入っていないです。度が入っていないメガネになっています。はい。ちょっとだけかけてみようかなと思います。こんな感じ？ちょっと今、コンタクトしてるからちょっと変な感じなんですけど、度が強いみたいな感じなんですけど、こんな感じです。はい。今回購入したのは黒縁のメガネになります。メガネのね、このフレームの部分をね、縁って言ったりしますね。はい。黒縁メガネになっています。で、ここがちょっとゴールドになっていて、ここも少し耳にかけるとこですね。が黒いメガネになっています。はい。こんな感じ。どうですかね？メガネ似合ってるかな？すごい何本もたくさんメガネをかけてどれが合ってるかなって試着してこれを選びました。はい。で、このメガネのね、好きなポイントは、まず黒縁メガネがね、ずっと欲しかったんですね。何個かね、2つかな、実はメガネ持ってるんですけど、黒縁メガネはね、実は持っていなくて、初めて購入しました。はい。で、このメガネがですね、この鼻にかける部分、ここの部分ですね。そう、私実は鼻がね、すごく低いので、いつもメガネをかけると、時間が経つとだんだん下に下がってきちゃうんですね。こんな感じで下に下がっちゃうことがあるんですけど、このメガネはですね、この鼻にかける部分がシリコンになっていて、
オプションで220円かな。で、オプションつけたらここをシリコンパッドに変更してくれるんですけど、今回はこれシリコンパッドにしたので、長時間メガネをかけていても落ちにくいメガネで、すごく顔にフィットしていて見やすいです。はい。普段ね、動画撮ってる時は、コンタクトをつけて撮っているんですけど、普段ずっとね、コンタクトをしているとやっぱ目が疲れてしまうので、お休みの日とか、今日は動画を撮らない日とか、作業するだけの日とかは、なるべくメガネで過ごすようにしています。で、あとこれのね、メガネのすごいところが、このレンズの部分ですね。レンズの部分が紫外線、太陽の光とか紫外線が当たると、ちょっと青くなります。なのでカラーレンズって言って、UV、紫外線に反応して色が変わるレンズになっています。はい、これが推しポイントですね。外でつけた時にちょっとサングラスにもなるようなメガネを購入してみました。はい。今までで一番好きかも、このメガネ。どうかな？似合ってるかな？私はね、すごくお気に入りです。顔の幅にもすごく合ってるし、黒縁のメガネがずっと欲しかったので、とてもお気に入りなメガネです。はい。これはですね、日本のジンズっていうメーカーですね。で、買いました。多分そこまで高いブランドじゃないと思います。多分安い方なのかな。メガネってどれくらいが高くてどれくらいが安いのかわかんないんですけど、すごい高いメガネって何万もするし、めっちゃ高いと思うんですけど、これはね、安かったです。1万ちょっとかな。で、カラーレンズにちょっと変更したので、5000円くらいプラスしたりとか、このノーズのパッドのところシリコンにしたので、少しオプションをつけているんですけど、それでも2万円しないですね。うん。で、なんか、セールやっていて、20% オフだったので、全然1万5000円くらいで買いました、このメガネ。で、カラーレンズにもなるし、外でかけるとサングラスにもなる、そんなメガネを、はい、買ってみました。めっちゃ気に入ってます、このメガネ。最近はずっと作業してる日とかは、このメガネで過ごしています。皆さんは目がいいですか？私はね、小さい頃からこっちの右目だけ視力がすごく悪くて、コンタクトとかメガネをしないとすごくバランスが悪くって、頭がね、痛くなっちゃうんですよね。なので、メガネとかコンタクトはもう必須？絶対につけてないともう何もできない。です。皆さんはどうですか？ね、目がね、いいことに越したことはないですよね。うん、本当はもっと、自然、裸眼って言うんですけど、何もコンタクトとかメガネをつけてない状態の目のことを裸眼？裸に目って書いて裸眼って書くんですけど、裸眼の状態がね、目にとっては一番いいかなと思うんだけど、やっぱ右目がね、ちょっと悪すぎて、バランスがね、少し悪いんですよね。はい、ちょっと悩みです。かといって、レーシックとか、レーシックって知ってますかね？目の手術ですね。目を手術して、こう、視力を回復させるレーシック手術とか、ICL って言って、目の中にもうレンズを入れちゃうみたいな手術があるんですけど、それをする勇気はちょっとなくて、怖いですね。目の手術怖いから。ちょっとそれはできなくて、コンタクトとかメガネで過ごしてるんですけど、皆さんはどうですか？視力いい方ですか？悪い方ですか？はい。あとは、そう、ずっとね、コンタクト派だったんだけど、最近はね、メガネ派になっています。メガネはやっぱり目に負担が少なくて楽ですね。うん。はい。皆さんはメガネをつけてる私とコンタクトの私、どっちがいいと思いますか？よかったらコメントで教えてください。はい。ということで、今日の紹介コーナー、最近買った私のメガネについて紹介をしてみました。このメガネはね、実は、お店に行って、フレームを選んで、多分1時間もしないで出来上がりました。ちゃんと度も入ってるメガネなんですけど、店舗とか在庫の状況によっては1日ですぐできちゃうかなと思いますので、日本に来た時にはですね、ぜひメガネの人、
メガネ屋さん行ってみてください。日本のメガネ屋さん結構種類がたくさんあって可愛いデザインも多いので、私はとてもおすすめです。はい。私はジーンズっていうところで購入してみました。はい。ではですね、今日の本題に移っていきたいと思います。本題に入る前に、ちょっと皆さんに質問してもいいですか？はい。皆さんですね、日本のアニメとかドラマとかで友達同士が話しているシーンでこんなこと聞いたことありませんか？ねえねえ、犬派？猫派？はってこれ聞いたことありますか？はって何っていう感じかなと思うんですけども、多分日本語を勉強したことがある方とか、日本のコンテンツを見たことがある方とかは、もしかしたら聞いたことがあるかもしれないんですけど、このはっていう言い方が日本ではよく使われます。はい。ということで今日はこのはについて皆さんにもお話をしていきたいなと思うんですけど、あんまり多分ね、教科書とかには出てこない言葉かなと思います。でも日本人の日常会話ではね、結構よく使われています。それが今日のテーマのはです。はい。ちょっとね、皆さんにもこんな場面を想像してもらいたいんですけど、今、このポッドキャストを聞いてくれてる皆さんは、日本人のお友達とカフェに来ています。メニューを見ながら日本人の友達はこう言います。私コーヒー派なんだよね。あなたは？コーヒーが好きじゃなくてコーヒー派？なんか、聞いたことない言葉が出てきたぞって感じかもしれないんですけども、はい。こんな風に使ったりします。またはこんな場面ですね。夏休みの話をしていて、友達が聞いてきます。ねえねえ、旅行に行くなら、海派？山派？はい。これ皆さん、何と答えますか？はい。こういうね、会話のシチュエーションが日本に住んでたりとか、日本人の人とお話をしているとよく出てきます。はい。ということで、今日はこのはについて解説をしていきたいと思うんですけども、今日のポイントは3つあります。1つ目が、はってそもそもどういう意味っていうところと、2つ目が、日本人がどうやってこのはを使って会話をしているのか、具体的な例を紹介します。そして3つ目が、はの使い方と、答え方ですね。質問された時の答え方のコツを今日は皆さんに伝えていきたいなと思います。この3つをね、知っていれば、日本人と会話がね、盛り上がるし、よく知ってるねって言われるかなと思います。なので、ぜひ今日のエピソード最後まで聞いてくれると嬉しいです。そう、私もね、外国人の生徒さんとお話をしていて、例えば、猫派ですか？犬派ですか？って聞いたことがあるんですけども、ポカンってされちゃったんですね。あ、そっか、そういえば、この派っていうのは私たち自然に使っていたけど、初めてね、日本語を勉強する人は、どういう意味だろうってなりますよね。結構日本人無意識で使っていることが多いので、今日はちょっとここをね、整理していこうと思います。まず一番大切なところから、このはという漢字は、こう書きます。はい。これですね。なぜ日本人はこのはという言葉を使うんでしょうか？はい。まずはこの漢字の意味からちょっと紹介をしていこうかなと思います。実はこの漢字ですね、もともとは川の支流って言って、大きい川から流れている小さい川ですね。分かれている小さい川。これを表す漢字、意味でした。はい。なので、大きい流れの中から、小さなグループに分かれていくみたいな、そういうイメージが、このはという漢字のイメージになります。なので、はを会話で使うときは、あなたはどっち側の人ですか？みたいな感じですね。あなたはどっちのグループの人？あなたはどっち側の人ですか？みたいな。こういうニュアンスになります。英語で言うと I am a dog person みたいな感じですね。このパーソンの中に、はという意味が含まれているかなと思います。これを私は犬の人ですっていうわけじゃなくて、私は犬が好きな側のグループの人ですよみたいなイメージで使うかなと思います。ちなみにね、このはという言葉はもともとはアートの世界とかでもよく使われている言葉になります。例えば皆さん、印象派って聞いたことありますか？はい。モネとか、ルノワールとか、
ふんわりした絵のグループのことをよく印象派って言ったりするんですね。それから、実写派とか、抽象派とか、同じ作風とか、同じ雰囲気の絵が好きとか、同じ絵の雰囲気が好きな考え方を持ってるような人たちの芸術のグループとかにも表すときにこの派という言葉を使ったりします。はい。つまりこの派というものはもともとは同じ考え方を持つ仲間みたいな意味で使っています。ちょっと真面目な言葉で言うとそういう言葉も印象派とか、抽象派とかそういった言葉があります。今のね、日本人は結構カジュアルに使うことが多くって、例えばさっき言ったように、夏休みに旅行に行くなら海派、山派とか、犬が好きですかとか、もう犬派ですかとか、こんな感じで使ったりします。結構日本人も自然な会話で使うので、皆さんもこれ覚えておくと、よく知ってるねって言われると思うので、ぜひね、使いこなしてほしいなと思います。じゃあちょっと今日はですね、ここからメインの話なんですけども、日本人が日常会話でめちゃくちゃ使う派の例をね、たくさん紹介をしていこうかなと思います。これを覚えれば日本人の方との会話で絶対に使えるかなと思うので、ぜひ皆さんも真似して練習してみてください。まず一番定番のやつはさっきも紹介した犬派ですか山派ですかですね。これ結構初対面の方とかこれから仲良くなりたいみたいな人と話すときによくある定番の質問です。何々さんは犬派ですか山派ですかみたいな感じで質問したり、はい、きっかけに使うことが多いです。特に初対面の人と話すときになんか質問に困っちゃったなとか、次どんな話題で話そうかなみたいなときに犬派ですか猫派ですかみたいな感じで質問したりします。ちなみに私はどちらかというと猫派なんですけども、皆さんは犬派山派どっちですか？ぜひコメントに書いてくれたら嬉しいです。私は実はですね、生まれる前から私の家には猫がいたんですね。で、私が生まれてからずーっと猫と一緒に生活する環境にいたので、私はね、猫がとても好きです。はい。なんかずっとかまってみたいな感じではなく、ちょっとかまってって甘えてくるけど、なんかね、一緒に撫でたりとか、遊んであげるとすぐにどっか行っちゃうみたいな。猫ちゃんってそんな感じだと思うんですけど、それが逆に好きですね。もちろん犬も好きです。犬ね、でもあんまり飼ったことがないからよくわかんないけど、犬もね、すっごく可愛いなと思います。でも、ちょっとだけ大きい犬が怖いですね。大きい犬可愛いんだけど、吠えるときにすごいワンって大きい声を出して吠える犬がいると思うんですけど、そういうのはね、ちょっとびっくりしちゃうので、ちょっと苦手ですね。可愛いなと思うんですけどね。なので、あんまり吠えない大きい犬だったら好きです。なので、犬の中で行くと、私は小型犬派、大型犬派ってあるんですけど、小型犬は小さい犬のことですね。で、大型犬は大きい犬のことなんですけど、私は犬の中で行くと小型犬派ですね。小さい犬の方が、好きです。特に柴犬とか、柴犬は多分中型犬、真ん中の大きさになるのかな？中型犬だと思うんですけど、見た目は柴犬が好きですね。でも小型犬、実際にもし犬を飼うことになったら飼いたいなと思うのは、ポメラニアンとかシーズーとか、ちょっとちっちゃめの犬がいいなと思います。皆さんは大型犬派？中型犬派？それとも小型犬派？どれですか？ぜひコメントに書いてくれたら嬉しいです。はい。あとはですね、定番の質問でよく派を使うシーンは、さっきも紹介した海派ですか山派ですかとかも聞いたりしますね。旅行とか休日の話でよくこの話題が出ることが多いです。はい、夏休みどこ行くの？海派？山派？どっちが好き？みたいな感じで聞いたりしますね。はい。私はね、海派ですね。山ももちろん好きなんだけど、海が好きですね。海に行って、浜辺でゴロゴロしたり、ビーチ、砂浜の上に、ピクニックシートみたいなやつを引いてゴロゴロするのが好きです。山はね、ちょっと虫が多くて、ちょっと刺されたりする。私、大型だから、蚊に刺されやすいんですよ。なので、私は海の方が好きです。皆さんは海派ですか山派ですか？ぜひ教えてください。はい。あ
とは結構日本の中でよくある質問なのは、好きな季節なんですかの時に、例えば、夏派ですか冬派ですかみたいな。暖かいのが好きですか寒いのが好きですかみたいな話をするときによく使ったりします。はい。皆さんはどっち派ですか夏派ですか冬派ですかどっちが好きですか私は夏派ですね。冬ももちろん好きなんですけど、寒いのはちょっと苦手なので、夏の方が好きです。冬はね、とても空気も乾燥するし、よくね、喉を痛めてしまう、乾燥で喉を痛めてしまって、私が北海道に住んでた頃は、もう多分月に1回か月に1回以上ね、喉からよく風邪をひいて熱を出していたので、あんまりね、冬は得意じゃないですね。夏とか沖縄に引っ越してからは、風邪ひかなくなったんで、やっぱり寒かったのと、乾燥が影響してたんだと思います。皆さんはどっち派ですか？もちろん景色はね、雪があったりとか、冬もね、好きなんですけど、実際に暮らすとなると、私は夏派ですね。で、あとは次にですね、よくある、日本人との会話でよく使うこの派なんですけど、朝型派ですか？それとも夜型派ですか？これよく使ったりしますね。はい。これはライフスタイルの話でよく出てきたりします。皆さんは朝起きるのが得意ですか？それとも夜遅くまで起きたりするのが得意ですか？こういう時にね、朝型派ですか？夜型派ですか？って聞いたりします。はい。朝早く起きて、朝から活動する人のことを朝型派って言ったりとか、夜遅くまで起きて、夜に結構エンジンがかかってきて仕事がはかどっちゃうみたいなタイプは夜型派ですね。私はね、どちらかっていうと完全に夜型派です。はい。これは多分ね、昔からですね、どうなんだろう。皆さんはどっちですか？朝型派ですか？本当は私も朝型派になりたいんですけど、朝起きるのすっごく苦手なんですよね。そう、なかなか朝起きるのすっごく苦手で、夜になった方がちょっと元気が出てくるタイプですね。はい。でも最近は朝型派に変えようと思って努力はしています。なるべく早く寝るようにしたりとか。そう。基本的に私はね、12時以降に寝る。12時を過ぎてから寝る。全然過ぎちゃいますね。1時とか2時とかによく寝るので、本当は11時とか10時に寝て、朝も6時から活動したりとか、そういうスタイルにしたいんですけど、ちょっとなかなかできてないですね。はい。でもお子様がいるね、人とかは、お子さんって学校行く準備とかもあるから多分早いかなと、お母さんとかは多分早いかもしれないですね。私も小学校の時とかは、もう本当に朝起きるのとっても苦手だったんですけど、無理やり頑張って起きて朝学校に行ってました。すごく辛かったのを覚えてます。多分本当昔から夜型派なんですよね、私は。でも一方で私の友達は全然、夜起きてられない。むしろ朝早くの方が活動できるみたいなタイプの子もいるので、本当に人それぞれなんだなと思います。はい。朝活してる人とか、朝方で朝早くから活動できてる人のことを私はとても尊敬しています。はい。あとはですね、食べ物とかでもよく使ったりします。例えば甘いものが好きですか？例えばしょっぱいものが好きですかって聞くときも、甘い派ですか？しょっぱいもの派ですかって聞いたりしますね。例えばおやつを食べるなら甘いもの派？しょっぱいもの派？はい。って聞いたりします。皆さんはどっち派ですか？私はね、これ悩みますね。しょっぱいのも好きだし甘いのも大好きですね。これは迷う。でも自分が、例えばコンビニに行ってお菓子を買うときは、いつも何買うかなって思うと、グミとかチョコレートを買うことが多いので、甘いもの派ですね、私は。皆さんはどうですか？お菓子を買うとき、甘いものをよく買いますか？それともしょっぱいものを買いますか？どうかな？どっちも好きですけどね。しょっぱい、おせんべいとかポテトチップスとかもめっちゃ好きだし、しょっぱいものも大好きなんですけど、自分がコンビニに行って買うときはいつもチョコレートとかが多いから甘い派ですね。おそらく。はい。あとはラーメンとかにもね、よくこの話題を使ったりします。
はい。ラーメンって皆さん実はたくさんの味の種類があるのを知ってましたか？結構海外で人気なのは豚骨かな？日本の豚骨のラーメンって海外ですごく人気かなってよく見るなって思うんですけど、皆さんの国には日本のラーメン屋さんありますか？どうかな？ラーメンはね、結構地域によって味が違いますね。例えば私が住んでいた北海道は味噌味がとても人気。味噌と醤油が人気ですね。はい。味噌味がとても人気だったり、あとは九州の福岡県ですね。福岡県では豚骨のラーメンが有名だったりするんですけど、他には塩ラーメンとか醤油ラーメンとか味噌豚骨。大体この4つが人気な味かなと思います。はい。例えば友達とラーメン屋さんに行くときに、そういえばラーメンは何味派？みたいな風に質問したりします。私は味噌派って言ったりしますね。皆さんはいろんな味のラーメン食べたことありますか？どうかな？結構日本人の中ではこのラーメンの時によく何派ですとか使ったりすることが多いですね。結構多分東京とかは醤油ラーメンが多いのかな、おそらく。東京は私のイメージですけど、醤油ラーメンが多いイメージで、北海道は味噌ラーメンが多いイメージで、福岡とか九州の方は豚骨が多いイメージですね。私は北海道生まれなので、味噌のラーメンが一番好きです。なので、味噌派です。あとはですね、ちょっとこれ面白いので皆さんに紹介したいんですけども、日本にね、とても有名なお菓子があって、皆さんこれ見たことありますか？きのこの山とたけのこの里っていう、どちらもチョコレートのお菓子なんですけども、皆さん見たことありますか？どうかな？これ実はですね、同じお菓子メーカーが出しているお菓子なんですけども、よく日本人の中では、きのこの山が好きな派と、たけのこの里が好きな派で、結構ずっと戦ってるイメージですね。はい。これをね、きのこ、たけのこ戦争って呼んだりしています。はい。でも日本人にとっては結構ね、真剣な話題で、よくね、話したりします。私はちなみに、たけのこの里派ですね。ちょっとね、たけのこの里ときのこの山の違いを説明すると、たけのこの里は、ビスケット、ちょっと甘いビスケットにチョコレートがかかっている。はい、感じで、きのこの山はビスケットですね。ちょっとしょっぱめのビスケットにチョコレートがついてるような感じのイメージです。私は甘い方が好きなので、たけのこの里が好きです。昔はきのこの山派だったけど、今はたけのこの里派になりました。ぜひ皆さんも日本に来たら食べたことがない方は、ぜひこの2つ買ってみて食べ比べてみてください。はい。これはね、結構日本人も小さい頃から馴染みのあるお菓子で、よく会話に出てきたりしますね。きのこの山派？それともたけのこの里派？みたいな感じで話すことがあります。あとは結構お風呂の話題ですね。日常会話でよく使うんですけども、ゆっくりお風呂に浸かるのが好きな人はお風呂派。とか、シャワーでもうさっと済ませたい人はシャワー派みたいな言い方をしますね。皆さんはお風呂派ですか？それともシャワー派ですか？どうかな？日本人はお風呂派が多いのかなと思いますね。はい。特に冬とかはお風呂に浸かって温まるのがとてもいいかなと思うんですけど、皆さんはどっち派ですか？そもそも、あれかな、日本の家にはバスタブがちゃんとついているけど、海外ではバスタブがついてないお家もたくさんありますよね。なので皆さんシャワー派かな？シャワー派が多いかもしれないですね。はい。私はお風呂が大好きなので、時間があるときは必ずお風呂に入ったりしています。時間がないときはね、シャワーだけ済ませちゃうことがあるんですけど、基本的にはお風呂に入ることが大好きなので、お風呂派です。はい。あとはね、休日の過ごし方ですね。これよく使ったりするんですけども、休みの日何してるって聞いたときに、家でゆっくり過ごすのが好きな人は、インドア派とか、外に出かけて活動するのが好きな人はアウトドア派って言ったりしますね。はい。皆さんはインドア派ですか？アウトドア派ですか？お休みの日は家で過ごす？それとも外で過ごすのが多いですか？私は結構アウトドアかな？
どちらかといえばアウトドアかもしれないですね。家もね、大好きなんですけど、普段私、家で仕事をしてるから、ずっと家にいるんですね。はい。なので、休みの日は結構出かけることが多いかなと思います。皆さんはどちら派でしょうか？はい。こんな感じで、何々派ですかっていう使い分けをしたりします。はい。ここで少し、日本語の文法についてもお話をしていきたいなと思うんですけど、はの使い方自体はとてもシンプルです。多分今まで聞いてくれているのでわかるかなと思うんですけども、基本的に名詞の後にはをつけるだけです。簡単でしょ？例えば、犬プラスはで犬派。夏プラスはで夏派。こんな感じで使うのでとってもシンプルです。質問するときの使い方は、こんな感じで、例えば犬派ですか？それとも猫派ですか？こんな感じで使ったりします。それとか、あとはどっち派？犬派、猫派、どっち派とか、あなたは何派ですかみたいな感じで使ったりしますね。カジュアルな聞き方なので、友達同士の会話でよく使うことがあります。そして、答えを言うとき、自分の意見を言うときは、私は猫派ですとか、答えに迷ってるときとか、ちょっと迷ってるっていうニュアンスを言いたいときは、どちらかというと猫派かな、みたいな感じで言ったりします。どちらかとっていうのをつけると、ちょっと迷ってるけど、こっちかな、みたいな感じですね。はい。100% で言うと、70% ぐらいは好き、みたいな感じかな。はい。イメージはそんな感じです。特にね、覚えてほしいのがさっき言ったどちらかというフレーズですね。とても便利なのでぜひ使ってみてください。完全に 100% 好きではなくて、70% ぐらい好きかなみたいな時にどちらかというと何々派ですって言ったりします。例えば皆さんは夏派ですか？冬派ですか？って質問された時に、どっちも好きだけどなーって答えに迷う時があると思うんですね。その時は例えば夏も冬もどちらも好きですが、どちらかというと夏派です。こんな風に答えたりします。はい。はっきりこっちっていうよりも少し柔らかく言いたい時に使ったりします。あとちょっとここで文化的なお話をしたいなと思うんですけど、日本人がなんでこんなに派という言葉を使って表現するのかについて考えてみたりとか調べてみると面白い理由がいくつかあったので紹介していきたいなと思います。まず一つ目の理由ですね。犬派、猫派って聞くだけで、まずすぐにですね、会話が広がりますね。初めて、お会いした方でも、共通の話題として盛り上がることができる。はい。ですね。なので、具体的なエピソードに広がりやすいっていうので、よく使ったりします。あとはこういう軽い質問、犬派ですか？猫派ですか？みたいな軽い質問から始めて、初めての人とかでもだんだん仲良くなっていく。相手の好きなものを聞きたいとき、質問したいときによく使ったりすることが多いので、とても便利な言葉だなと思います。二つ目の理由は、日本人は好きとか嫌いってはっきり言うのが、ちょっと苦手な人も多いかなと思います。はい。私は猫が大好きで犬が嫌いですって言っちゃうと、ちょっと強すぎる印象になっちゃうかなと思います。もしかしたら相手がね、犬が好きかもしれない。犬が好きかもしれない人に、私は猫が大好きだけど犬は大嫌いですって言っちゃうと、そっかーってなっちゃいますよね。はい。でも、私は猫派ですって言ったりすると、柔らかい印象で自分の好きっていうものを伝えることができるかなと思います。はい。はっていうものを使うことで、私の好みはこっちだよ、みたいな、柔らかく、軽く伝えることができるようになります。あと、三つ目の理由ですね。はい。三つ目の理由が、私も猫派とか、私もって、すぐに共通点を見つけて、盛り上がることができる。会話を盛り上げることができるかなと思います。逆に、私は犬派、私は猫派って意見が違っても、それはそれで楽しい議論になるかなと思いますね。逆になんで犬派なの？とか、だって犬の方が、例えば、一緒に遊べたり楽しくない？とか、
いやいや、猫の方がなんかのんびりしてて可愛いよとか、こんな風にですね、軽く意見を交換したりするときに、使ったりするので、はっていうのはね、結構魅力的かなと思います。自分の意見をはっきり伝えすぎない。自分の好みはこっち側だよって軽く伝えることで、次のお話が展開しやすいかなと思います。ね、さっき言ったように、相手が犬が好きなのに、私は犬が嫌いですって言っちゃうと、話が広がらないですよね。でも、例えば犬が好きな人から、猫派ですか犬派ですかって聞かれた時に、猫派ですって答えた時に、どうして猫派なんですかって話が広がりやすいですよね。うん。はい。なので、こういう風に使ったりすることが多いかなと思います。さて、今日もですね、たくさんお話をしていきました。今日のポイントをね、もう一度振り返っていくと、はというのはもともとグループとか仲間みたいなものを表す言葉になっています。二つ目、日常会話では結構好みを表すカジュアルな表現として使われることが多いです。そして三つ目、はい、文型は名詞にはをつけてシンプルに伝えることができます。はい。四つ目、どちらかというと、何々派とかもとても、便利なフレーズなので、ぜひ覚えてほしいです。で、5つ目ですね。はは、日本人の会話を盛り上げる魔法の言葉かなと思いますので、ぜひ日本語を勉強している皆さんも使ってみてほしいなと思います。ではですね、今日、今聞いてくれている皆さんへ最後に質問したいと思うんですけども、皆さんはお菓子は何派ですか？しょっぱい派ですか？甘い派ですか？夏のアクティビティは海派ですか？山派ですか？ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。皆さんの何々派を聞くのをとても楽しみにしています。はい。では、そしてですね、もし今後こんなテーマでお話をしてほしいっていうリクエストがあったら、こちらも大歓迎なので、ぜひコメントに書いてくれると嬉しいです。はい。皆さんからのね、リクエストとかコメントね、すごく嬉しいです。しっかり読んでいますので、ぜひね、次のテーマこんな風に話してほしいっていうのがあったら、気軽にコメントに書いてくれると嬉しいです。それでは、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。では次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。皆さんこんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは日本語を勉強している皆さんに向けて日本文化や日本語について、そして私が日々感じていることなどをリアルな日本語でお話をしています。はい。ということで、今日も本題に入る前にちょっと紹介したい商品があるんですけれども、これいつもに紹介コーナーしてるんですけど、特に、ね、案件とか PR のためではなく、私が本当にいつもね、好きで買ってるものとか愛用してるものをちょっと紹介したいなと思ってやっているコーナーになります。はい。いつかね、スポンサーの方がついたら嬉しいななんて思ってるんですけど、はい。こんな感じですね。じゃあ今日紹介するのは、そろそろね、暑くなってきたんですよ、日本は。なのでめっちゃこれ必須で、私も去年めちゃくちゃ使ったんですけど、ハンディファンですね。こちらになります。はい。これ去年買ったものなんですけど、ハンディファンですね。ここにボタンがあって、押すと風が吹くっていう感じになっています。で、これはフランフランって皆さん知ってますか？結構日本ではすごく人気な雑貨ブランドなんですけど、フランフランで購入しました。はい。これね、めっちゃ気に入っていて、4段階にこの風の強さを変えることができて、私はいつも暑い時はもう最強の風でいつも浴びています。皆さんの国は夏は暑いですか？私はね、去年から沖縄に引っ越してきたので、沖縄はね、めちゃくちゃ夏が暑いんですよ。そして夏がね、長いんですよ。すごくね、それが気に入って引っ越してはいるんですけども、暑いと、やっぱね、汗が出てきたりとか嫌じゃないですか。そうなった時にこういうのをハンディファン持っておくと、いつでも涼しい風を浴びることができて、めちゃくちゃ愛用しています。もう去年からめっちゃ愛用してる。例えばなんか外でお出かけする時とか、海に行く時とか、やっぱ暑いじゃないですか。もう外出ただけでも汗だくになっちゃうぐらい沖縄めっちゃ暑いので、てか日本の夏ってめちゃくちゃ暑いので、はい。なのでこれめちゃくちゃ使っています。
で、これはタイプ C の充電器で充電することができるので、充電式になっています。なんかこれもね、ついてたんだけど、台座かな？多分テーブルにこうやって置けるようになっています。はい、2way みたいな感じですね。持ち運びもできるし、机の上にこういう台を置いて、これを乗せて、机の上でこうやって涼しいみたいな感じできますね。これほんと毎日使っていて、クーラーをつけるほどじゃないけど、ちょっと暑いなーって思う時とかに私は机の上に置いて、こうやって、はい、風を浴びています。めちゃくちゃおすすめ。結構日本に来たらたくさんこういう商品売ってると思うので、ぜひ、はい、夏に来る方いたらですね、ハンディファンおすすめです。はい。実はここの台座みたいな部分にもタイプ C の充電器が挿せるようになっているので、この充電器みたいなものに挿しながら、充電することができてめちゃくちゃ便利です。はい。で、この多分ストラップかな？このストラップは別売りでした。同じフランフランで買ったんですけど、別売りで私はこの白いハンディファンに白いストラップをつけています。長さの調整とかもできるし、やっぱり荷物増やしたくないから、こうやって肩にかけたりとか、で、このまま、こうやって風を浴びることができるので、めっちゃ便利です。はい。ぜひ皆さんも日本に来たら購入してみてください。私の本当に毎日持ち歩いてる夏の必需品になります。はい。ということで、今日本はというか、私が住んでいる沖縄はもうめちゃくちゃ暑くなってきて、もう夏って感じです。皆さんの国はどうですか？まだ寒いところもあるかな？なんか1週間前かなに、ニューヨークの生徒さんとオンラインレッスンした時に、ニューヨークのもっと北の方で雪が降ったっていうニュースを聞いたよって聞いて、雪？みたいな。もうその時5月の後半とかだったのに、5月の末に雪が降るなんてと思ってすごくびっくりしました。私も実は北海道出身、日本の一番北の北海道出身なので、5月に雪が降るってことは体験したことがあるんですけど、さすがに5月の末にはもう雪がなくなっていたので、びっくりって感じでしたね。皆さんの国ではどうですか？もう結構暑くなってきたのかな？どうでしょうか？そう、最近日本ではね、6月になって、梅雨と呼ばれる時期に入ってきました。梅雨のエピソードはね、ちょっと前回ぐらいの時にお話ししているので、よかったらこのエピソードも聞いてみてほしいんですけど、そう、今沖縄は梅雨明けっていう風になっていて、梅雨がもうなくなった？雨のシーズンじゃなくなって、毎日晴れが続いています。ただこのメインの日本の本州と呼ばれる部分ですね。そこは多分6月から1ヶ月間くらいかな、梅雨の時期になるかなと思います。はい、なので6月に旅行に来る予定のある方とかは、雨が降るかもしれないので、カッパですね。カッパとか、傘とか、持ち歩きできるような折りたたみ傘とかがあると、とても便利だと思います。今日はね、テーマをあんまり決めていなくて、実は私、1週間前かな、地元の北海道に帰ってたんですよ。ちょっとあることがあって、ちょっと帰ってたんですけど、9日間くらいかな？そう。1週間以上ね、北海道に滞在してたんですよ。久しぶりに帰ったんですよね、私。3年ぶりぐらい、そんなに経ってないか、2年ぶりぐらいに北海道に、帰ってきたんですけど、やっぱ北海道もいいとこだなって、改めて思いましたね。はい。私の地元はとってもね、美味しいものがたくさんあったりとか、自然もたくさんある場所で、田舎なんだけど、すごく自然もある場所で、美味しいね、料理屋さんとかもたくさんあって、地元に来たらね、絶対に食べ過ぎちゃうんですけど。はい。友達とかにも会えたりとかして、ほんと久しぶりの友達にも会えたりとかして、よかったなーって思いますね。やっぱ地元に戻るって、たまに、やりたいなって思いました。はい。で、私の地元は、北海道の中でも東側の帯広っていう場所なんですけど、そこから多分皆さんも知ってるかもしれないんですけど、札幌っていう結構大きな、町があるんですよ。大きな都市があるんですけど、帯広から札幌までは、だいたい
車で3時間ぐらいかな、高速道路を使って3時間ぐらいかなの場所にあるんですけど、その札幌にもね、1週間くらい滞在してました。はい。札幌もね、皆さん行ったことある方いるかな？すっごいいいところで、食べ物ももちろん美味しいし、まあ都会なので結構遊ぶ場所もたくさんあるし。で、私は今回ワーケーションっていう形で仕事をしながら、まあレッスンですね。オンラインでレッスンもやっているので、オンラインレッスンをしながら、北海道にワーケーションしていました。で、札幌はね、結構、私の地元とか、あと東京とかにも比べても、ホテルがね、安いんですよ。結構安かった。やっぱ時期が外れてたからなのかな？今ハイシーズンではないからなのか、札幌のホテル結構安くて、はい、なんかいい感じのとこに泊まってたんですけど、普通に東京とかに泊まるより半分以下ぐらいの値段で多分宿泊することができました。で、今回ワーケーションって形で、コワーキングスペースに札幌っていくつかあるんですけど、すごいたくさん札幌にコワーキングスペースがあって、コワーキングスペースに行って、まあ、レッスンをして、みたいな感じの生活をしていました。うん。やっぱり旅をしながら、なんかお仕事できるっていいなーって改めて思いましたね。こうやって、パソコン一台でお仕事できるのは、すごくいろんなとこに行く選択肢も増えていいなーって改めて思いました。はい。という感じですね。っていうこともあって、ちょっと2週間くらい動画投稿が止まっちゃっていて、本当に皆さん待っていてくれた方、すみません。そして待っていてくれた方、ありがとうございます。はい。という感じで北海道にちょっと帰っていたので、ちょっと動画投稿できてなかったんですけども、また今日から再開をしていきたいなと思っています。はい。で、いつもね、私、台本をちょっと置いたりとか、話すトピックを決めて、結構カメラの準備をして、話し始めてるんですけど、今日はね、結構フリートークみたいな感じで、チャレンジをしています。私にとってもチャレンジをしています。で、最近ね、私何をね、頑張ってるかっていうと、実は毎日、教科書を作ってるんですよ。今、デジタルで、教材という形で、教科書のアプリケーションを実は今開発をしていまして、もうそれがね、結構なボリューム。やっぱ日本語を、文法をね、一から学べる教材作りたいなと思っていて、よく市販とかに売ってる教材いくつかあるんですけども、やっぱりレッスン、私も先生としてレッスンしているときに、なんかもっとこういう教え方したいなとか、こんなこと生徒さんが疑問に思うんだってことを反映された教科書ってなかなかないんですよ。はい。っていうのもあるし、もちろん PDF でデジタルデータとかは各教科書あるかなと思うんですけれども、教科書に直接書き込みをしたりとかデジタル上でパソコンの上からとかスマホのところから教科書に実際に自分で思ったことをメモしたりとか学んだことをメモするってことが、基本的にはできないじゃないですか。はい。だけど、やっぱレッスンをしていくときに、教科書にメモ的に直接解説を書いたりとか、生徒さんにたくさん問題を解いてもらってるんですけど、問題とかも直接入力できた方が便利じゃないと思って、で、そんな教科書がね、世の中にないんですよ。そう、だから、作っちゃおうと思って、実はね、1年半前から私、教科書をね、開発、オリジナルでしています。はい。もうそれがね、今、もともと旧バージョン、ちょっと古いバージョンの教科書を作って今いたんですけど、今ね、それをもっともっと新しくしようってことで、可愛くしたり、デザインを良くしたりとか、もっと使いやすくしたいなと思って、今アプリケーションの準備をしていて、これほんと正直に言うと、1日もう4時間ぐらいしか寝れてなくて、で、私ちょっと過去に私の仕事の紹介もしたポッドキャストがあるんですけども、私このレッスンとか教科書を作る以外にも別の仕事たくさんやってるんですね。日本語に関するお仕事なんですけど、例えばこのポッドキャストもそうですし、あともう一個先生を育成するっていうところ、日本語教師になりたい方とか、日本語教師としてもっとさらに生徒さんにもっとわかりやすく教えられるようになりたいとか、そういった生徒向けに、コーチとして私が育成をさせていただいてるんですね。で、そういうことも重なっていて、本当にやることがいっぱい
本当にやることがいっぱいで、追いつかないっていう状態で、もう何を頑張るかって言ったらもう睡眠時間削るしかないなと思って、今本当冗談抜きで3時間から4時間睡眠で毎日頑張っています。でもね、本当に、私はこれを自分で自らやっているっていうところと、早く届けたいんですよね、教科書。本当にいいものができてきてるんですよ。なので、もう日本語を今から勉強したい方とか、これから始めたての方はもちろんだし、中級ぐらいの生徒さん、例えば文法はある程度わかるようになってきたんだけど、実際に日本人と話すときにうまく出てこないって結構たくさんお悩みあるかなと思うんですよ。そういったことを解消できる教材とかも日本語の教科書ってめっちゃ少ないし、それをどうにか私が開発してオリジナルでやりたいなと思って、今めっちゃくちゃ頑張っています。はい。なのでちょっと若干ね、クマとかできているかもしれないんですけど、気にせず、はい、いてくれたらなと思っています。至って心は健康なんですよ。体もね、意外と健康というか元気で、風邪もひいてないし、全然大丈夫なんですけど、ほんと睡眠時間だけが今足りない状態で、でも、今すごく夢中になることがあって、これを絶対にみんなに届けたいって思って毎日やってるから、こうゾーンに入ってるんですかね。なんかわかんないけど全然眠たくなかったりするんですよ。そうだから毎日ね、ちょっと頑張ってはいるんですけど、とはいえね、毎日頑張ると言っても、私は自分にこうご褒美がないと頑張れないんですよ。そう、なので、たまにね、スターバックスに行ったりとか、おしゃれなカフェに行って、なんかほんと美味しいコーヒーを飲むだけでほんと幸せなんですよ。そう、だから今日もね、この後、カフェに行ってコーヒー飲みに行こうかなと思ってるんですけど、こうなんか頑張ったご褒美みたいなのがね、ないと頑張れないんですよね。うん。皆さんはどうですか？なんかご褒美がなくても頑張れますか？どうですかね？私はね、そう、ご褒美がないと頑張れないから、何か今日これを頑張るって決めたら、じゃあそれを達成できた時には、例えば美味しいコーヒーを飲みに行こうとか、ちょっと甘いもの食べようとか、そういう風にうまく自分にご褒美をあげています。最近ちょっとあげすぎちゃって食べすぎちゃってあれなんですけど、太ってきちゃったんですけど。はい。なので早くダイエットしなきゃみたいな感じなんですけど、うん。でもね、頑張ってるからと思って食べちゃったりとかしますよね。はい。でもね、運動とかもね、実は最近やり始めていて、最近沖縄も梅雨が終わって晴れの日が続いてきたので、外を走ったりとか、散歩したりとか、あと友達に勧められた縄跳び。知ってます皆さん縄跳び。そう、よく、日本人の小学生とか、幼稚園の子供たち、保育園の子供たちって、よく縄跳び飛んでるんですけど、私もちっちゃい頃いっぱい飛んでたんですけど、大人になって久しぶりに縄跳びを買って飛んでみたんですよ。そしたら、もう、昔、多分子供の頃、ほんと、5歳とか6歳とか10歳の頃は、もう無限に飛べたのに、もうどんなに飛んでも全然疲れなかったのに、最近ね、そう、縄跳びをやったんですよ。そしたらもう10回飛んだだけで、はぁってなる。どんだけ運動不足なんだって感じなんですけど、私やっぱり普段家で仕事をしてる。で、ずっとこの部屋にいるし、ずっとこの椅子に座って仕事をしてるから、やっぱ体力がなくなってきちゃったんですよね。もうびっくりしちゃって、縄跳び10回飛んだだけで、はぁみたいな。感じで、これはちゃんと運動しないとダメだと思って、そこからね、縄跳びをね、頑張って、50回を4セット飛べるように、今めっちゃ頑張ってます。なので50回4セットだから合計200回ですね。1日200回縄跳びを飛べるように頑張っています。そう。でもなんか運動すると、なんかやっぱり体も疲れるし、なんかリセットされる、リフレッシュされる気分にもなるので、運動するってやっぱりいいなって思いました。そう、なんか最近運動するようになってから感じたんですけど、それまではなんかもう一日のこの体力をどうやってあんまり使わずに一日を過ごすかみたいな。
感じで過ごしていたんですけど、今は自分の体力のキャパも広げたいなと思って、縄跳びを飛んだりとか、ちょっと走ってみたりとか、ちょっと遠くまで散歩したりとか、するように心がけています。皆さんは運動とかしてますか？どうかな？運動ね、もともとは私は本当に嫌いで、あんまり動きたくないんですけど、やっぱり最近ほんと体力がなくなってきちゃったので、焦って今頑張って毎日縄跳び飛んでます。はい、っていう感じです。今度私が実際に飛んで使っている縄跳びも商品紹介コーナーで紹介します。はい、っていう感じですね。はい。で、なので、最近は忙しくありつつも、毎日教科書を作ったり、日々毎日レッスンをしたりとか、日本語のコーチとしてレベルアップしたいと言ってくださっている私の生徒さん、先生たちですね。先生たちに向けて、もうできることを全力で日々毎日頑張っているという形になっています。はい。このポッドキャストもね、ちょっと今日は、テーマを決めずに喋ってしまって、あんまりいつもみたいにうまく話せてないかもしれないんですけど、これがリアルな、日本語、よりリアルな日本語かなと思いますので、はい。聞いていただけると嬉しいです。ちょっと今後ね、教科書についての進捗、こんなところを頑張ってますよとか、あと一部公開したりとか、皆さんにお届けできる形にしたいなと思っています。ぜひ皆さんからのこんな教科書が欲しいとか、こんなトレーニングができる教材が欲しいみたいなリクエストもね、コメントとかに書いてくれると、それに合わせた、カリキュラムを作ったりとか、そういったこともしていきたいなって思っているので、ぜひ今日本語を勉強していて、もっとこんな風に勉強できたらいいのになとか、こんなところをもっと伸ばしたいなって思ってることがあったら、ぜひコメントに書いてくれると嬉しいです。はい。基本的に私が作っている教科書はもう生徒さんのため、これから日本語を勉強する学習者さんのためを思って作っている。その学習者さんがよりもっと日本語を自然に話せるようにもう考えて作っている教科書になっているので、ぜひ皆さんからのリクエストも聞けると、もっともっといい教科書になると思いますので、ぜひ教えてくれたら嬉しいです。ということで、今日もポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございました。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。皆さんこんにちは。ゆるな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは日本語を勉強している皆さんに向けて日本の文化や日本語について、そして私が日々感じていることなどについて自然な日本語でお届けしています。教科書とかにはね、載っていないようなネイティブが使う表現とか言い回しの部分もぜひ拾ってみながらこのポッドキャストを聞いてみてください。それでは本題に入る前にいつもの紹介コーナーをしようかなと思います。今日はですね、ちょっと食べ物を用意してきました。最近ね、私めちゃくちゃ忙しくて、本当に寝る時間がないぐらい忙しくて、何してるかっていうと、毎日ね、オンラインレッスン、生徒さんがいるので、オンラインでレッスンをしてるんですけど、オンラインレッスンもたくさんやっていますし、今ね、実は、これから会社をね、作るんですけど、その会社の設立のための準備だったりとか、あとね、一番大きなプロジェクトがあるんですけど、今ね、日本語のね、教科書アプリを作ってるんですね。で、私日本語を教えていく中で、たくさんもっとこういう解説をしたいなとか、生徒さんからこんなことを聞かれて、解説したこととかをね、全部まとめた教科書っていうのをね、今作ってるんですね。もうそれが本当にね、大掛かりな大きいプロジェクトで、本当に時間がないです。はい。そんな中でね、ちょっと私もご褒美を自分で買おうと思って、今日は私の大好きなミスタードーナツを買ってきました。皆さんミスタードーナツって知ってますか？日本ではね、結構有名なドーナツチェーンなんですけど、私ね、このミスタードーナツの、ポン・デ・リングっていうドーナツがめちゃくちゃ大好きなんですよ。これ知ってるかな？私はね、このチョコのポン・デ・リングが一番好きなんですけど、どんな形してるかっていうと、こんな形ですね。はい。こんな感じで、丸いちっちゃいドーナツが輪っかになっててくっついてる。
でも中にね、こうクリームが入ってるんですけど、これがね、大好きなんですよ。はい。これをね、一つ買ったのと、あともう一個多分今の期間限定だと思うんですけど、レギュラーのメニューじゃないんだけど、じゃじゃーん。見えない。これ何かっていうと、抹茶です。抹茶のチョコドーナツ。これね、ずっと食べたくて、買っちゃいました。はい。ということで今日はちょっと食レポですね。これ食レポってみんな聞いたことあるかな？食事をしたレポートですね。どんな感想だったかをちょっとみんなにも伝えながら、このドーナツを食べていきたいなと思います。まずは私の大好きなポンデリングから、はい、食べます。ミスタードーナツって皆さんの国にもありますか？どうかな？私ね、前にフィリピンに住んでたことがあるんですけど、フィリピンにもね、ミスタードーナツがあったんですよ。しかもセブンイレブンのコンビニの中に、なんかちっちゃいね、ミスタードーナツがあったんですよ。でも、日本のミスタードーナツとフィリピンのミスタードーナツ全然違くて、すごくびっくりしたのを覚えてます。そう、フィリピンのミスタードーナツにはこのポンデリングがなかったですね。はい。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。美味しい！もちもち！私のこのポンデリングが好きな理由は、このね、生地っていうのかな？ドーナツの部分がもちもちなんですよ。美味しい！で、これは中にね、クリームとかも入ってるので、本当に大好き。私もともとは甘いものあんまり好きじゃなかったんですよ。小さい頃。なんかショートケーキとかも結構苦手な子供だったんですよ。でも昔からチョコレートは大好きで、チョコレートのケーキとかをね、いつも誕生日にリクエストしたりとかしてたんですけど、皆さんはどうですか？甘いの大好き？私ね、そう、ホイップクリームがちょっと苦手だったんですよ、ちっちゃい頃。でもなんかね、大人になってからね、食べれるようになって困っちゃいますね、本当に。そう、食べれるようになっちゃって、むしろ大好きになっちゃいました。めっちゃ美味しい。じゃあちょっとチョコの部分も食べてみようと思います。幸せ。美味しい。そう、私は、すっごい頑張って疲れた時とかは、よくドーナツを食べたりします。ドーナツ屋さんっていっぱいあると思うんですけど、私はこの、ポンデリングがめっちゃ好きなので、よくミスタードーナツに行きますね。はい。皆さんはドーナツ好きですか？そう、もう大人になってからの方がね、甘いもん大好きになっちゃいました。じゃあちょっとこっち側の抹茶の方を食べてみようと思います。これね、初めて食べます。チョコのドーナツに抹茶がコーティングされてるやつですね。いただきまーす。待って、美味しいめちゃめちゃ美味しい。このさっき食べたポンデリングと全然食感も味も違いますね。こっちのドーナツは結構ザ・ドーナツって感じで、なんかホロホロしてる感じもう生地がちゃんとドーナツって感じですね。で、抹茶がかかってるんですけど、結構苦めの抹茶の味ですね。苦い抹茶のチョコレートですね。こっちも多分チョコレートなんだと思うんですけど、抹茶がかかっていて、すっごい美味しい。大好きこれ。そう、私甘すぎるものは今でもちょっと苦手なので、ちょっとビターな方が好きですね。めっちゃ美味しい。美味しいです。もう抹茶大好きなんですよ。なんか最近海外ですごい抹茶流行ってますよね。皆さんの国では抹茶流行ってますか？どうかな？もうなんか抹茶がなくなってきてるって言いますよね。すごいもう人気すぎて海外でもなくなってきてるって聞いたことがあります抹茶がなくなったら本当に無理かも大好きなんですよ抹茶。美味しい。ちょっとお水飲みますね。ちょっとね残りは
後でゆっくり食べようかなと思います。はい、ということで今日紹介したのはミスタードーナツのドーナツでした。はい、ポン・デ・リングと抹茶のチョコレートドーナツですね。これを皆さんに紹介しました。ぜひ日本に来たらミスタードーナツね、おすすめです。結構リーズナブルだし、昔はねもっと安かったんだけど、今もリーズナブルで食べれるし、すごく美味しいドーナツなので、ぜひ皆さんも食べてみてください。そう、今ね、本当はね、実は私ね、本当は、ミスタードーナツで最近めちゃくちゃ人気のモッチュリンっていうドーナツがあるんですよ。最近発売されたばっかりかな。モッチュリンっていうめちゃくちゃすっごい今人気のドーナツがあるんですよ。本当はね、それを食べたくてドーナツ屋さんに行ったんだけど、モッチュリンっていうそのドーナツは売り切れちゃっていて、しかもね、時間制で数量限定だったんですよ。私が見に行ったお店は、例えば朝の10時に50個限定。しかも1人2点まで。1人2個以上は買えないんですよ。とかっていう仕組みになっていて、例えば10時の後は次12時とか、次は2時とか、そんな感じで、時間も個数も買える個数も決まってるっていう感じで、めっちゃ人気で買えないんですよね。そう、モッツァリンって何なのかっていうと、私もね、食べたことがないんですけど、すっごい今日本で話題で、なんか、ドーナツの生地がもちもちしてるらしいです。そうね、めっちゃ食べたいんだけどね、買えないんだよね、なかなか。そう、本当はね、それを買いたくてミスタードーナツ、ミスドって言うんですけど、ミスドに行ったんだけど、なくて。でもいつも食べたいと思っているこのポン・デ・リングと新しく出ていた抹茶のドーナツがあったので、それをちょっと今日はゲットしてみました。ね、甘いもの食べると幸せな気持ちになりますよね。私はもう甘いものを食べると、もうそれだけで幸せな気持ちになります。たまに頑張った時のご褒美として自分にプレゼントすることがあります。皆さんは甘いお菓子としょっぱいお菓子はどっちが好きですか？しょっぱい派の人もいるよね。私は甘い派だけど、しょっぱい派の人もいるよね。おそらく。ぜひコメントで教えてください。もちろんね、しょっぱいお菓子も好き。日本で言うとおせんべいとか、あとはそれこそポテトチップスとかね、あると思うんですけど、好きですね。でも最近はポテトチップスはあまり食べないようにしてる。なんでかっていうと、しょっぱいでしょ？すごくしょっぱいから、食べたら次の日めちゃくちゃ顔がむくむんですよ。顔がパンパンになっちゃうので、あんまり食べないようにしてる。でも、大好きです。はい。という感じですね。ということで、早速今日の本題にも進んでいきたいなと思います。ちょっとね、皆さん、いきなりなんですけど、ちょっと質問させてください。皆さん、日本人の言い方って、なんかちょっと遠回りだなって感じたことありませんか？この感覚わかるかな？例えばなんですけど、じゃあ今度またレストランに行きましょう。はい、ぜひまた今度行きましょう。とか、ちょっと考えておきますね。とか。で、これって結局、どっちみたいな。これ行くってこと？どっちみたいな感じになることがあるんですけど、これ思ったことありますか？多分ね、日本語をたくさん勉強している方とか、ちょっと上級レベルの方は、この日本人の言い方変だなって思うことあるかなと思うんですけど、これね、日本人でもね、どっちってなります。また今度ねって言うんですよ。私も言うんだけど、言われた時は、どっちかなってなります。でもなんかどっちとか関係ないんですよね、正直。また行くかもしれないし、行かないかもしれなくて、どっちでもいいんですよ、本当は。どっちでもよくて、ただ、また今度行こうね。また今度ね。で、OK なんですよ。はい。で、これ多分、日本語をね、勉強している方が、皆さん、これってどっちなのって思ったりとか、行きたいの？行きたくないの？って聞かれることもたくさんあるので、ちょっと今日これは解説していきたいなと思うんですけども、はい。多分こういう日本語のニュアンスっていうのがもっともっと分かってくるようになると、日本人同士の会話とかももっと分かってくるようになるし、例えばね、
今日本語を勉強してる方で、単語とか覚えてきたなとか、文法も結構分かってきた。覚えられてきた。だけど、会話になるとなぜかうまく話せないとか、日本人の言ってるニュアンスをなんか 100% 理解しきれてないなって思うことがね、あるかなと思うんですけど、日本語っていう言語がそもそも、そういう言語、あんまりはっきりものを言わなかったりとか、ちょっと遠回しな表現をする言葉が多いから、多分日本語を勉強してる方はちょっとね、どっちとか混乱しちゃうかなと思うんですけども、この日本語っていう言葉の裏側みたいなものを読むっていう文化が、もともとあるんですよね。そこで今日のテーマです。日本人の本音と建前について今日はじっくりお話ししていこうかなと思います。これね、めっちゃ大事なテーマだなと思うんですよね。日本語っていう、ただただ言葉を理解するだけじゃなくて、日本人のこの考え方とか文化みたいなところを理解すると、もっともっと自然に喋れるようになるし、日本人同士の会話も分かってくるかなと思います。今日はね、ちょっと結構ボリュームたっぷりでいくので、気軽に聞いていただければ嬉しいです。はい。では、それではですね、まず、そもそも、本音と建前って何っていう話だと思うんですけど、まずは言葉の意味からちょっと解説しようかなと思います。で、本音っていう言葉は、本当の気持ちですね。心の中で思っている私の本当の気持ち。例えばこれもね、今日のドーナツ美味しい。これ心の中でも思ってるし、本当に思ってる本音です。はい。で、建前っていうのは、相手とかその場のことを考えて表に出す言葉ですね。すごくシンプルに言うと、心の中が本音で、口に出す方が建前っていうイメージです。で、建前は必ずしも本音ではないということですね。この場の空気を悪くさせないために自分の気持ちを隠して相手に伝える、コミュニケーションを取るっていう方法になります。ちょっと難しいよね。難しいかもしれないんだけど、ちょっと一緒に今日いっぱい解説していこうと思うのでついてきてくれたら嬉しいです。はい。でちょっとね、また深く解説入れていくんですけど、そもそもじゃあ建前っていう言葉、もともとどんな意味だったと思いますか？建前ってどんな意味かっていうところが深掘りしていきたいなと思うんですけど、もともとはね、建築の言葉なんですよ。家を建てる時の骨組みのことを建前って言ってるんですね。つまり、外から見える形とか枠組みのことになります。で、表向きに見せる態度とか言葉っていう意味に、どんどんなっていったみたいな感じです。もともとは建築の言葉なんだけど、人と人との間のコミュニケーションで、表向き、表に出す言葉とか態度っていう意味に、どんどん意味がちょっと変わってきたっていう感じです。だから建前って嘘とかじゃないんですよ。嘘じゃない。嘘じゃないんだけど、表向きの顔みたいな感じですね。自分が表に出している顔っていう意味になります。はい。ここもちょっと後で少し深くまたお話ししていこうと思います。はい。よくある勘違いなのがさっきも言った建前はイコール嘘っていうわけじゃないんですね。はい。建前って聞くとね、結構嘘なのって質問されることもあるんですよ。なんですけど、そうじゃなくて、日本人は、どちらかというと嘘をつくっていうよりは、自分の思っている気持ち、本音を隠す。本心を言わないとか。だからね、ちょっと怖いなとか何を言いたいんだろうって分かんなくなっちゃう人もね、いるかなと思うんですけど、日本人の感覚だと、建前というものは別に嘘をついているっていうわけではないっていうことですね。なので、建前っていうのはどちらかというと、相手を騙すとかじゃなくて、相手のことを傷つけないために、自分はこう思ってるんだけど、相手がそれをそのまま伝えちゃうと傷ついちゃうかなっていう時に、建前を使ったりします。あとはその場の空気を悪くしないため。例えばだけど、5人グループがいて、4人は同じ意見で、自分はちょっと違うなって思った時に、いや、それは違うよって言ってしまうと、
この場の空気が、ちょっと悪くなっちゃった。言い方によると思うんですけど、悪くなっちゃったりとかしちゃう時もありますよね。なので、そんな時は、自分の気持ちを隠して、それもそうかもね、みたいな。そういう意見もあるよねって、寄り添うみたいな感じですね。そういう感じ。なので、人間関係を悪くしないため、守っていくために使う言葉になります。はい。もともとね、日本って島国じゃないですか。隣の国が、海を越えて、隣の国なので、この島国同士、この仲間、日本人同士で、例えば仲間外れとかにされてしまうと、逃げ場がないんですよね。だからちょっと島国なので、みんなで仲間意識があったりとか、そういう感じですね。そういったところの文化から多分来ているものになります。で、建前っていうのは、例えば、友達が一生懸命作ってくれた料理があるとしますよね。で、正直食べてみて、あれちょっと美味しくないなとか、口に合わないなって感じたとします。はい。でもそこで皆さんもどうですか？これ美味しくないとか、まずいって言いますか？多分他の国の方も、日本人以外の方も、はっきりまずいって言う人どうなんだろう？多いのかな？どうなのかな？少ないんじゃないかなとは思うんですよね。はい。例えば、美味しいよとか、この味結構好きかもって言ったりとかすると思うんですよね。でもこれって嘘じゃないじゃないですか。嘘かもしれない。自分の気持ちに対して嘘をついてるかもしれないけど、でも相手を騙してやろうと思ってついた嘘じゃないじゃないですか。なので、ただ相手の気持ち、その料理を作ってくれた友達の気持ちを思って、本当は美味しくないんだけど、こういう味好きだよって言ったりとかするんですよね。なので、相手の気持ちを大事にしたいだけなんですよ。だから、建前っていうのは、思いやりから出てくる、優しい言葉だなとは私は思っています。はい。ここをね、嘘をつく文化なんだとかと捉えちゃうと、日本人とのコミュニケーションで、建前喋ってる、もしかして嘘ついてるってなっちゃうので、そうじゃないよってところだけ、覚えててほしいし、相手への思いやりとか優しさの、一種なんだなって覚えておいてくれると嬉しいです。はい。じゃあ、ここからね、ちょっと具体的な例を見ていきましょう。一番わかりやすいのが、何かを誘われて断る時のシチュエーションですね。この時によく建前を日本人は使います。例えば、ある日、知り合いからこう言われました。今度ご飯行こうよ、みたいな。でも私の本心は、正直あんまり行きたくない。週末も忙しい、予定詰まってるってなった時に、皆さんだったらどう言いますか？ごめんみたいな。行きたくないですって言う？どうかな？日本人ならどう言うと思いますか？おそらく日本人は人によるとは思うし、関係性にもよるんだけど、行きたくないですってはっきり言う人はほぼいないんじゃないかなと思います。日本語だと行きたくないですっていうのは結構強く聞こえちゃうんですよ。相手を突き放しちゃう感じ？誘ったのに迷惑だったのかなって思っちゃうぐらい、行きたくないですって言われちゃうと、ごめんって誘った側がなっちゃうんですよね。はい。なので突き放すような冷たい感じになってしまうので、じゃあ逆にどう言うのか。日本人はいつもどんな風に言うのか。断るときですね。どんな風に言うのかというと、いいですね。ちょっと予定確認してからまた連絡しますとか。最近ちょっとすいません。バタバタしてて、ちょっとこのバタバタが終わったら、またぜひ誘っていただけませんか？とか。あとは、すいません。ちょっと今タイミングがちょっと忙しい時期で、またタイミングがあったらぜひ、とか。はい。これめっちゃ日本人っぽいと思います。はい。このフレーズよく使います。予定を確認しますとか、落ち着いたら連絡しますとか、タイミングが合えばぜひ行きたいですとか、はい。全部ね、これ、今すぐ約束したわけではないですよ。今の約束じゃないんですね。はい。行くとも言ってないし、行かないとも言ってないんですよ。ふわっと未来の予定にボールを投げてる感覚ですね。これが柔らかい断り方の正体になります。確かに、最近ちょっとバタバタして落ち着いたらぜひっ
って言ってくれたら、今は予定が合わないだけなんだなとか、今は忙しいだけなんだなって誘った方も、誘ったことに対して後悔しないし、ごめんねって気持ちにもならないですよね。もちろん、みたいな。次また予定があったらぜひ行こうねって話が丸く収まると思うんですよ。だけどここで、じゃあ今度ご飯行こうよって言った時、いや、行かない、行きたくないって言っちゃうと、じゃあもう誘いたくなくなりますよね、その人のこと。はい。なので、相手に不快な気持ちにさせない、いい形でこの会話を終わらせるために、最近ちょっとバタバタしてて、とか、またタイミングが合えばぜひぜひって言ったりするんですね。はい。で、ちなみにこのバタバタっていうのはオノマトペですね。バタバタ、これ忙しい時とかによく使います。バタバタしてる、忙しく、時間がなくて忙しい時にバタバタしてるって使います。ごめんなさい、ちょっと今日はちょっとタイミングが合わなくてって言った時の本音の気持ちは、行かないって気持ちなんですよね。本音の部分。今日はちょっと本当に仕事が忙しくて予定が空いてないパターンもあるし、気持ちが乗っていないっていうのは、本音の部分だと思います。ちょっと冷たく聞こえるかもしれないんですけど、これは別にあなたのこと、誘ってくれた人のことが嫌いとかじゃないんですよね。この場の雰囲気を悪くしたくないし、あなたとの誘ってくれた人との関係を悪くしたくないから、そういう建前を使ってお断りはするっていう感じですね。はい。でもし今日本語をね、勉強している皆さんに向けて、ちょっと使えるヒントじゃないですけど、もし日本人の方に、例えば誘われて、明日どっか行かないとか、カフェに行かないとかで誘われた時に、もし断りたいって思った時は、ごめんなさい、行きません。じゃなくて、ちょっと予定を確認してから連絡しますとか、ちょっと今バタバタしてるから、また今度誘ってくれませんかって言ったりすると、相手にとっても別に嫌な気持ちにならない断り方になります。はい。逆に言うと、日本人の人を誘ったとき、皆さんが、例えば仲良くなった日本人と、例えば明日映画に行かないって言って誘った場合は、ごめんね、ちょっと今予定わかんないから確認してから連絡するねって言われた時は、もしかしたら行きたくないのかなというか、本当にバタバタしてるのかなって思ったりする。はい。そんな感じで大丈夫です。やんわりノーを言ってるんだろうなっていうサインとして受け取っていただいていいかなと思います。はい。逆にね、本当に行きたい時の日本人は、いいですね。じゃあ、今度ご飯行くとしたら、来週の金曜日とかどうですかって、具体的な日にち自分から出しますよね。この人と本当に行きたいと思っていたら。ここがちょっと見分けるポイントかなと思います。はい。であとはね、魔法の言葉があります。皆さん多分知ってると思う。聞いたことがある言葉だと思います。そう、これ魔法の言葉なんですけど、大丈夫ですね。はい。大丈夫はとっても便利な言葉ですね。はい。多分ね、皆さんも大丈夫って言葉を勉強したことがある方、多分わかるかなと思うんですけど、ちょっと日本語を勉強する上で、ちょっとわかりづらい言葉だと思うんですよ。はい。大丈夫です。ちょっと厄介な言葉ですね。なんで厄介かっていうと、大丈夫ですという言葉は、イエスの意味にも、ノーという意味にもなるからなんですね。じゃあ、例えばでいくと、例えばコンビニ皆さん行くとしますよね。コンビニに行って、お会計をするときに店員さんから、袋いりますかって聞かれたときに、大丈夫です。はい。この大丈夫です。どっちだと思いますか皆さん。これイエス、欲しいの方か、いらないの方か、どっちかわかりますか？大丈夫です。はい。これは、正解は、ノー、いらないよっていう意味の大丈夫ですですね。よくジェスチャーとしては、大丈夫です。いらないときはこうやって言ったりしますね。あとは、二つ目でいくと、重い荷物を運ぼうとしているときに、友達に、それ手伝おうかって聞かれたとします。大丈夫大丈夫。これどっちだと思いますか？この大丈夫どっちだと思いますか皆さん。実はこの大丈夫は、ノーセンキューの方ですね。自分でできるから大丈夫だよの大丈夫です。ちょっとややこしいですよね。難しいですよね。はい。っていう感じです。あとは他に3つ目でいくと、
体調が悪い時とかですね。例えば、友達から、体調悪そう、顔色が悪いけど大丈夫って聞かれた時に、大丈夫。これはどっちだと思いますか？イエス？大丈夫の方？それとも大丈夫じゃない方？はい。この大丈夫は、問題ないよ、平気だよの大丈夫ですね。そう。これはイエスの方の、本当に大丈夫っていう方のイエスの意味の大丈夫です。こんな感じで全部ニュアンスが違うんですよ。同じ大丈夫ですっていう言葉なんですけど、ニュアンスが違いますね。はい。なんでこんなに日本人って曖昧な表現をするのかっていうとですね、もしかしたら海外の言葉にもあるのかな？大丈夫と同じように使うものありますかね？どうかな？多分同じような言葉ありますよね。ちょっとさっきさ、ドーナツ触ったからチョコレートついちゃったからちょっと拭きます。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。ティッシュで拭きます。チョコレートついてたの今気づいた。危ないですね。服とかについたら汚れちゃう。はい、失礼しました。はい。ちょっとね、なんでこんな日本人って曖昧な言葉を使うのかっていうのもちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、理由は多分はっきりいりませんとかやめてくださいとかを強く言うと結構強い言葉に聞こえちゃうからなんですね。例えば、コンビニに行ってお会計した時に袋入れますかって言われて袋いりませんってストレートに言っちゃうとちょっときつく聞こえるんですよね。だから大丈夫ですっていう言葉を使ったりします。はい。袋いりますかって聞いてくれてることへの感謝の気持ちも込めて、袋いりませんって言っちゃうと、その袋いりますかって聞いてくれたその気遣いの気持ちまでも否定しちゃうような気がするので、いりませんって言っちゃうとね。なので、大丈夫ですよってやんわり断るっていうのが、日本人としてよく使う表現の仕方かなと思います。これをね、結構クッション言葉って言ったりするんですけど、はい。これも、建前の表現の一つかなと思いました。はい。じゃあ皆さん、日本語を勉強している皆さんは、どうやってこれ見分ければいいのかって話ですよね。これはどっちの大丈夫だっていう話だと思うので、はい、ちょっと何を聞かれたのかセットで考えることがおすすめなので、ちょっと紹介します。例えば、いりますか？袋いりますか？とかって聞かれたときは、大丈夫です。これはね、80% ぐらいいらないです。はい。大丈夫ですって言われたときは、80% ぐらいいらないです。例えば、この時、いりますか？袋いりますか？って聞かれたときに、大丈夫です。お願いしますって言われたときは、いります。ただ、大丈夫ですって言われたときは、ない、いらない。大丈夫です。お願いしますって言われたときは、いる。はい。って思っといてください。はい。あとは何々しましょうか？例えば重い荷物を持ちましょうか？とか、これ運びましょうか？って言われたときに、大丈夫ですって言われたときは、これも 80% ぐらいノーです。しなくていいよっていうことですね。はい。あとは例えば、体調は大丈夫？体調は平気ですか？今は元気ですか？って聞かれたときも、これに関して大丈夫って言われたときは、多分イエスの方です。元気だよとか、そういう意味の、イエスの意味の、はい。大丈夫っていう言葉になります。はい。これ質問の形とセットで覚えておくとぐっとわかりやすくなるかなと思います。いりますか？からの大丈夫ですは 80% がいらないと思っていて大丈夫です。何々しましょうかって言われた時の大丈夫ですは、これも 80% ぐらいいらないってことですね。例えば元気って聞かれた時に、あなたは今元気ですかって聞かれた時に、元気だよって言われたら 80% ぐらい大丈夫です。ただ、この大丈夫もトーンでかなり変わってきますね。今元気って言われた時に、大丈夫だよって言うと、本当に大丈夫ってなる。なので、声のトーンとか表情とかニュアンスみたいなものも、この大丈夫にはとても必要な要素かなと思います。はい。あとはですね、皆さんこれ聞いたことあるかな？日本人はこれめちゃくちゃやるんですけど、社交辞令って言葉聞いたことありますか？社交辞令。これもめっちゃ日本人使うと思うんですけど、社交辞令ってじゃあ何なのかっていうとですね、人付き合いとか人間関係を、スムーズにするもの、円滑にするための、形だけのお決まりの言葉があるんですよ。
はい。例えばこういうやつですね。また今度ご飯行きましょうねとか、今度ぜひ遊びに来てくださいとか、すごいさすがですねとかも、社交辞令と呼ばれる言葉になります。はい。例えばまた絶対ご飯行きましょうって言った時も、これね、言われたら、あ、本当に行くんだとか、今度うちに遊びに来てくださいって言われた時に、あ、本当に家に呼んでくれるんだって普通に思っちゃいますよね。はい。でも日本ではこれ結構挨拶代わりに使うことが結構あるんですよ。はい。で、ここまた誤解をしてほしくないんですけど、嘘をついてるわけじゃないんですね。社交辞令の言葉の裏側にあるのは、例えば、今度うち遊びに来てくださいって言われた時は、別に遊びに来てほしくないと思ってるわけじゃないんだけど、決まりのセリフみたいな感じでただ言っているっていう感じですね。はい。なので言葉の裏側にある本当の気持ちは、今日は楽しかったですよとか、あなたとの時間楽しかったからまだ過ごしたいですとか、これからもいい関係でいたいですよっていうポジティブな、むしろポジティブな気持ちです。はい。ですね。で、行きましょうねっていうのは、この文字通りプランとか予定という意味ではなくて、あなたに好感を持ってますよ。あなたのことは好きですよっていう、サインみたいなものですね。はい。なので、今度またご飯に行きましょう。あなたのとの今日の、例えばレストランで食事の会話が楽しかったから、また行きましょう。あなたのことが好きですよっていう気持ちをポジティブに伝えているっていう感じです。で、さっきのね、話した内容ともつながるんですけど、本当に行く場合は、必ず具体的な話になるかなと思います。じゃあ、いつ行くとか、来週はどうですかとか、例えばご飯に誘うなら、和食がいいそれともイタリアンがいいとか、じゃあ後で予定を送りますねとか、具体的に話を進めるかなと思います。本当に行きたいときはね。はい。逆に行きましょうね。また今度ね。行きましょうね。で終わると、これ以上進まない、話が進まなかったら、それを社交辞令ということです。別に悪い気持ちじゃないんだけどね。行きたくないとかじゃなくて、とりあえず今日はすごく楽しかった。また行きたいと思ってるよっていう気持ちを伝えたいからそう言っているっていう感じです。はい。なのでちょっとこれポイントなので、ぜひ覚えておいてくれると嬉しいです。で、もう一つはですね、ビジネスでの世界について建前を、あと褒め言葉についてもお話ししようかなと思います。日本のビジネスシーンとかでは、建前のフレーズめっちゃあるんですよ。例えば、会議とかで自分の意見に反対されちゃうときに、ストレートにその意見ダメですね、とは言わないですね。代わりに、例えば、なるほど、面白いですね。ただ、ちょっとだけ検討させてください。とか、方向性としてはありだと思います。ただ、もう少し詰めましょう。とか、検討しますとか、この話を一度持ち帰りますね。っていうのは、ビジネスの世界では、やんわりノーということが結構よくあります。例えば、営業されるときとか、よくね、あるのは、あるシチュエーションでいくと、Wi-Fi とか、あと、携帯電話の、営業をたまにされることありますね。ショッピングモールとかね。で、話聞いていくうちに、ちょっと自分には今必要ないなって思った時に、わかりました。ちょっと一度検討するので、またご連絡しますね、とか。あと、この話は一度持ち帰ってゆっくり考えてからまた結論を出してお知らせしますとか。これは、ノーですね。基本的には。家に持ち帰っても、その話を思い出すことはないし、検討もしないっていう感じです。はいですね。この感覚皆さんに伝わってるかな？どうかな？結構日本ではよくありますね。あと有名なのが京都の話？皆さん知ってますか？京都って建前の文化がめちゃくちゃあるの知ってます？どうかな？そう、これ半分は冗談みたいな感じに言われるんですけど、例えば、京都で腕時計してると、時計してはりますなとか、そう、イントネーション間違ってるかもしれない。私関西弁喋れないから。そうやって言われたとき、これは意味としては、いい時計してますね。いい時計をしてるねって、
普通に聞いたら、ありがとうみたいな褒め言葉に聞こえますよね。なんですけど、この建前の部分ですね。京都の人が、この時計してはりますなっていう時は、話が長いのでそろそろ帰ってほしいですっていうのを遠回しに伝えてるっていうのがあるんですよ。これね、同じ日本人でもわかんない。そこまでは深読みできない。多分知識として知らないとわからないですね。はい。そう、時計してはりますなって京都の人に言われたら、話が長いんで帰ってくださいっていう意味になる。はい。これはちょっと極端な例だし、多分京都の人が全員使うわけじゃないと思う。ほとんどの人は使わないんじゃないかな。私も京都の知り合いたくさんいるけど、言われたことないし、聞いたことないし、コミュニケーションしててコミュニケーションしにくいなって思ったこともないから、昔ですね、多分、昔そういう文化がきっとあったんだと思います。そう。言葉にはね、表面と裏側ってこの二つの面があるなと思っていて、本当に伝えたいことが別々になっちゃってる。別の表現とか別の言葉になっちゃってるっていうのが結構たくさんね、あるかなと思います。でこれをね、全部、嘘とか、迷惑なのかなっていうふうに捉えるのはちょっと難しいと思うし、大変だと思うので、これは建前の文化なんだなーって、言葉の奥に別のメッセージがきっとあるのかなって、ゲーム感覚で楽しめると、面白いかなと思います。はい。ここまで聞いて、こう思った人がいるかもしれません。日本人って本音言わないのとか、いつも建前ばっかり言ってて疲れないのとか、はい。生徒さんから聞かれることもあるんですけど、これ結論から言うと、本音はめっちゃある。心の中でめっちゃ思ってることはたくさんある。もちろんね。ただ日本人はこの本音を出すタイミングと、相手をとか、あと場所とかを選んで自分の言葉を伝えてるっていう感じですね。はい。ここで日本文化を理解するキーワードもちょっと一緒に皆さんと紹介しようかなと思うんですけど、聞いたことあるかな？内と外の関係って聞いたことありますか？そう。内っていうのはインサイド、内側のことですね。例えば内っていうのは自分の家のことも内って言ったりするんですけど、自分にとって、近い存在だったり、例えば人で言うと、お父さんやお母さんとか家族のことは内の関係なんですけど、心許せる人たち、親友とかね、はい、家族とか本当に仲のいい友達のことは、身内っていう言葉もあったりするんですけど、自分の家族みたいな感じで、大切にする人たちみたいな意味ですね。はい。で、一方で、外というのは、外側、アウトサイド、外側の人たちのことですね。これは、例えばビジネスでの関係のだけの人とか、はじめまして、初対面ですの人とか、まだそんなに関係が深くなくて、まだ親しくない人たち。自分の本音を話す仲じゃないってことですね。はい。で、日本人はね、この内の人にはよく本音で喋ります。例えば家族とかには建前で話したりはほとんどしないと思う。自分が嫌だなと思うことを嫌だって伝えるし、そう、内側の人たちには、そう、ちゃんと本音を伝えますね。はい。ただ、外の人、はじめましての人とか、ビジネスだけの関係の人とかは、建前をよく使うことが、多いかなと思います。結構無意識に多分日本人は使い分けちゃっているんですけども、内側の身内の部分と他人ですね。まだ仲良くない人たちには言葉を使い分けて、本音と建前を使い分けています。はい。でもこれちょっと考えてみると、日本だけじゃなくて、皆さんの国にもあるんじゃないかなって思うんですけど、どうですか？ぜひ教えてほしい。はい。会社の上司とかに話すときとか、親友同士で話すときとか、家族と話すときとか、多分言葉遣いとか、話す内容とかもきっと変わりますよね。どうかな？ちょっとぜひコメントで教えてください。はい。日本はその内と外の差が他の国よりちょっと大きいというか、ちゃんと差があるっていう感じかな、おそらく。はい。だから日本人が全く本音を言わないんじゃなくて、日本人は例えば友達との距離だったり、相手との距離で本音の出す量を、調整しています。うん。この人にはちょっと本音話せるかもとか、
まあ家族だからもう全部話しちゃうよとかね。そんな感じです。はい。まあ逆に言うと、例えば日本人の、例えば皆さんお友達ができたとして、皆さんに、その日本人の友達がポロッと本音を言い始めたら、あ、私のこと内側の人間だなって思ってくれてるんだなとか、まあそういうサインかもしれないですね。ちょっと嬉しいですね、そうなったら。はい。そう、なので、本音で打ち解けるとかっていうのは結構、本当に仲良くなったなって実感できるかなと思います。うん。私も友達から親友になる時とかあるじゃないですか、多分ね。その時友達の状態だと多分まだ本音を言わない。だけど、コミュニケーション重ねていったりとか、一緒に過ごす時間が長ければ長くなるほど、やっぱりそこで、本音を出すチャンスがね、たくさん出てくると思うので、まあ、だんだん本音を出していくっていう感じですね。まあ、日本人にはね、なんでこんな本音と建前の文化があるのかっていう背景のちょっと話もまたしたいんですけど、理由はね、大きく分けて2つあるかなと思います。ちょっと今までにも解説したんだけど、1つ目は、和っていうのを大切にするからですね。そう、日本では昔からこの和っていう字、和っていうのは、皆さんとのチームワークだったりとか、調和っていうのをすごくね、大切にしてきた文化がもともとあります。はい、これ多分ね、昔の歴史的なバックグラウンドが関係してるかなと思うんですけど、日本ってもともとお米を作る、農業の国だったんですよね。お米作りって皆さん一人でできると思いますか？多分、一人じゃできないんですよ。田植えとか、稲を植えるっていう作業とかも昔は機械じゃないからみんなで多分協力してやってたし、お水の管理とか、稲が育ってきてお米ができて収穫するときもおそらく昔はそんなハイテクなものがないので、みんなで協力しながらそれを作っていたと思うんですね。はい。村のみんなで、町とか村のみんなで協力しないと、この農業っていうのは成り立たなかったんですね。だからこそ、自分一人の意見を強く通す、こうだからとか、やりたくないとか、そういうことを言ってしまうよりも、みんなと仲良く、このチームの輪を乱さないようにうまくやるの方が、最終的にいろんなプロセスがうまくいくから、大事にされてきたっていう感じですね。その名残が今の言葉遣いにも残っているかなと思います。正しいことをズバッとはっきり、自分の本音をそのまま言っちゃうっていうよりも、よくね、角が立たないようにって言うんですけど、角っていうのはここの部分ですね、角。ここが丸くなるように、角が立たないように、相手にとって突き刺さらないように、はい、柔らかく言うっていうのが、美徳とされてきたっていう感じです。ここでポイントなのは、日本人とのこのコミュニケーションでは何を言うかとかよりも、どうやって伝えるかみたいなこともとても重視してるかなと思います。日本人の感覚からすると。たとえ内容、私が言ってることが正論で正しいものだとしても、言い方がきつかったら、あの人きついなって思われちゃったりとかするんですよね。逆に言えば、ちょっと言いにくいこと、例えば相手のここを直してほしいみたいな。はい、例えばですけどなんだろうね。片付けをしてくれない人がいるとして、ここ直してほしいな、綺麗にしてほしいなっていう時に、もうちょっと早く片付けしてよって怒るよりは、ちょっとここを綺麗にしてくれたら嬉しいなって言ったりするんですね。その方が、相手を立てながら、言えたら、逆にあの人感じがいいなってなるし、相手もスムーズに動いてくれますよね。あ、わかった、片付けるねってなる。うん。から、この感覚結構日本語を話す上で、てか、人とのコミュニケーションをする上でめちゃくちゃ大事かなと思っていますね。はい。皆さんの国ではどうですか？結構はっきりものを言うタイプなのかな？どうかな？日本だからそうじゃない気がしますね、これは。コミュニケーションを円滑にする上で必要だからやっているっていう感じですね。あともう一つ、二つ目の理由が、察する文化があるからです。察するって言葉知ってる？皆さん。そう、察する文化。察するっていうのは、相手に直接言葉に出さなくても、相手の思ってる気持ちを、こう思ってるのかなって、気持ちを汲み取るって言うんですけど、汲み取ってあげること。日本では、言わなくても分かってよとか、
空気を読んでねっていう感覚が結構強いんですね。なのでこれを専門的にはハイコンテクスト文化って言ったりとかもするんですけど、言葉そのものより、その場の状況とか関係性、友達だったり人との関係性とか空気感とかに、たくさんの情報がすごく乗っかっているっていう文化っていう意味なんですね。このハイコンテクスト文化っていうのはね。だから日本人ははっきり全部言わないんですよ。ここまで言えば分かってくれるよねみたいな感じ全部言うのはちょっとなんかいいかなみたいな感じですね。必要ないかなっていう感覚です。相手が察してくれることを前提に言葉をあえて少なくするとか、その足りない部分を埋めたりするのが、建前とか空気を読むっていう力につながってるんですね。すごいコミュニケーションの仕方してるよね、日本人って。面白いですよね。でも結構それは、人と話すときはあるかなと思います。だし、でもやっぱりね、いいことばっかりじゃないんですよ。この建前とかを使うっていうのは、今までは結構ポジティブな意味で皆さん使ってますよ、みたいな。相手を傷つけないために、建前というものを使ってますよって皆さんに今言ってたんですけど、もちろんデメリットもあるんですよ。フェアに話しますね。はい。デメリットは例えば、わかりにくいですね。本音が見えなくて、相手の心、相手が思ってる本当の気持ちがわからないから、何を言いたいんだろうってなる。これ日本人でもあります。この人は本当は何が言いたいのかなってすごく考える。あとは誤解が生まれますね。そう。例えば、明日ご飯に行きましょうって言って、大丈夫ですって言った時に、この大丈夫は OK の方だなって思っちゃって、明日の予定があると思っちゃうとかね。そうそう。誤解が生じる。これはね、結構よくあります。どっちの大丈夫ってなる。日本人でもね。はい。あとはストレスになりますね。どっちかわかんないし、すっごく相手の気持ちを考えて話すから、ちょっと大変疲れちゃうっていう感じですね。はい。あれ断ってたのとか、気づかなかったみたいな。大丈夫って言われて、その気持ちに気づけなかった。どっちかがわかんなくて、本当は来たくないのに、行くと捉えてしまって、気づかなかったってなっちゃうことも、普通に日本人同士でもあります。日本人もね、そう、本音を言えなくてもやもやすることなんてたくさんあります。言いたいことを飲み込んで、本当はこう思ってるってことを飲み込んで、ニコニコ建前で対応して、仕事でもすごく建前をよくいっぱい使うので、もう建前たくさん使いすぎ自分の本音を隠してね、言っていたので、家に帰ってからもう、はぁって疲れちゃうみたいな。私、昔の会社員の時そうでしたね。めちゃくちゃ疲れてました。人とのコミュニケーションに。はい。そういう日本人多分たくさんいると思う。私みたいに、大変な思いをしている人多分たくさんいると思うんですけど、だからね、建前文化っていうのはパーフェクトではないですよね。完璧じゃないし、必ずしもメリットだけじゃないって感じですね。最近とか若い人とか中心にもっとはっきり言おうよみたいな流れとかもあるし、文化って生き物なので、変わってきますよね、おそらくね。これから日本も変わってくるんじゃないかなとは思います。じゃあ、皆さんね、日本語を勉強して、これどうしたらいいの？建前みたいになっちゃうじゃないですか。どうしたらいいのって感じだと思うんですけど、実用的にね、使えるようにしたいなと思うので、ちょっとお伝えしようかなと思います。はい。日本人と話すときのこの本音と建前に皆さん、日本語を勉強して皆さんがどう向き合えばいいのかを3つのポイントで紹介していきます。まず1つ目。言葉だけを信じすぎないでください。その人が発している言葉だけを信じすぎないってところ。はい。その言葉を 100% そのまま受け取らないことです。言葉の中身だけじゃなくて、時間の流れとか、その時の空気感とか雰囲気も一緒にトータルで見ていくって感じ。例えば声のトーンとか、表情とか、あとは時間、話している時間の感覚とか、あとは話の具体性とかですね。こういうところに本音が出てくると思います。さっきも言ったように、例えば今度ご飯行こう。いつ行く？来週はどう？って言われたら行きたい。それは本音として行きたいという気持ち。また今度連絡するよとかって言われたら、また今度行こうねっていう感じ。
行きたくないってわけじゃないけど、次の予定は決めたくないっていう感じですね。はい。なので、具体的に話が進むかどうかが、特にわかりやすいサインかなと思います。あとはね、正直、遠回しの表現に慣れていくしかないっていうことですね。はい。やんわりノーのフレーズちょっと覚えておく。パターンとして覚えちゃうっていうのが楽かなと思います。例えば、ちょっと難しいですね。これ完全にノーですね。はい。あとは、検討しますねとかもノー。考えますねって意味なんですけど、検討しますっていうのはね。はい。あとは、前向きに考えますとかも、状況次第ではイエスにもなるんだけど、ほぼノーっていう感じです。考えておきますっていうのも、やんわりノーを言っているっていうサインです。こういうのをね、知っておくだけで、これは断られてるんだなっていうか、次の予定をはっきり決めたくないんだなって気づけるかなと思います。知識としてね、持っておくだけで、全然日本人との会話の聞こえ方が変わってくるかなと思います。で、日本人も、そして3つ目大事なのが、人それぞれなんですよ。これも結構大事で、全員が全員、建前ばっかりじゃないです。はい。はっきり、めちゃくちゃストレートに言う日本人も中には普通にいます。地域によってとかも違いますし、世代とか、若い人は結構はっきり言うとか、もあるかもしれないし、性格とかによっても違うと思います。私は特に結構あんまり自分の本音を昔から喋るのが得意じゃないので、結構建前みたいなものを使うことが多いと思います。これは性格によるかなと思います。なので、日本人はイコール建前が多いっていうふうに決めつけずに、こういう傾向があるんだな、こういう話し方の人なんだなって、思っていただけると嬉しいかなと思います。あともう一つ、私が日本語の先生として、日本語のコーチとして一つ加えるとしたら、皆さん自身は最初から建前を完璧に使いこなそうとしなくて大丈夫です。外国人のこの日本語を学ぶ皆さんがですね、ちょっとストレートに話しても、日本人は文化が違うもんねって、ちゃんと分かってくれると思います。むしろ大事なのは、相手の建前、日本人が喋ってる建前を受け取れるようになることですね。なので、相手のまた今度ねってとか、そういう言葉を正しく汲み取ることができたら、それだけでコミュニケーションってすっごくスムーズに進むと思います。ちょっと今日はね、ハイレベルジャパニーズの話をしたかなと思うので、もしわかんないことがあったら追加でコメントに質問してくれたら嬉しいです。うまく話せたかな。私もちょっとね、うまく話せてないかもしれないんですけど、今日は本音と建前について話してみました。はい。ちょっと最後にまとめますね。はい。本音というのは、自分の本当の気持ち。建前っていうのは、その場で考えた相手に対する優しい言葉。そして、建前というのは、決して嘘じゃない。嘘の気持ちを言ってるわけじゃなくて、思いやりの気持ちですよってところ。そして日本人の感覚として、内と外の関係をよく、使うんですけど、内と外で本音と建前をよく使い分けています。その背景には、和ですね。この調和とか、そういったものを大事にする心と、日本人は結構察する文化っていうのが、もともとあるからっていうところになります。日本では空気とか、人間関係とか、思いやりを結構ね、大事にするから、何事もね、柔らかく伝える文化がね、もともとにあるかなと思います。なので日本語を聞くときは、ちょっと言葉の裏側、本当この人どう思ってるんだろうとかを、ちょっとだけ想像してみると、日本語への理解が一気にね、深まるかなと思います。そして日本人との距離もね、ぐっと近くなるんじゃないかなと思います。皆さんはね、皆さんの国ではどうですかね？結構ストレートに話す？それとも建前もよく使ったりしますか？ぜひそれも私に教えてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。なんか日本の感覚に近いよって国があるかもしれませんよね。多分、国によって本当に全然違うと思うので、ぜひコメントで教えてください。はい、私もすごく知りたいです。それからですね、リクエストも、大歓迎です。例えば私にこういうテーマで話してほしいとか、この日本語の意味がわからないとか、みたいなのがあれば、どんどんコメントで教えてくれたら嬉しいです。皆さんからのリクエストからも次のエピソードを作っていきたいなと思っています。
はい。で、今後ですね、実は私今一人で喋ってるんだけど、誰かとね、喋ってるポッドキャストとかもね、いっぱい撮りたいなと思ってます。会話ね。一人で話す時の言葉と会話で、そういう人と人間関係にもよるけど、仲のいい友達だったらめちゃくちゃラフな言葉だし、ちょっと年上の方と話すときは敬語を使ったりするので、ちょっといろんな方とね、コミュニケーション、会話をしながらのポッドキャストもちょっとチャレンジしてみようかなと思っています。それでは今日もね、最後まで結構長い時間になっちゃいましたけど、聞いてくれてありがとうございました。少しでもね、良かったな、面白かったな、とか、ためになったなと思ったら、高評価とチャンネル登録をぜひ、まだしてない方はよろしくお願いします。それが私のこの動画を作るモチベーションになります、とっても。はい。それではですね、また次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日もありがとうございました。またねー。皆さんこんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。今日はいつもの画角と違うんですけども、じゃじゃーん、スターバックスに今来ていますこれはなんか新作のピーチミルクなんだろうなんかピーチのドリンクです。めっちゃ美味しそうだったので注文してみました。今日の商品紹介はスターバックスです。これ日本多分限定なのかな。私はエクストラホイップにしました。イエイじゃあちょっとだけ味見していきますね。いただきます。美味しい。甘い。めっちゃ、あ、なるほどね。めちゃくちゃなんか桃が入ってる、いっぱいめっちゃ美味しいです。ホイップもね、いつもホイップが乗るドリンクを飲むときはエクストラホイップにしちゃいます甘いの大好きなので。はい、ということでですね、今日はちょっとね、いつもと違う場所に来てはいるんですけども、このままポッドキャストやっていこうかなと思います。で、皆さんにですね、ずっと言えてなかったことがありまして、ちょっと今日はご報告をしていきたいなと思います。ドキ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 はい、実はですね、私じゃじゃーん、結婚しましたということで今日はですね、なんと旦那さんに来てくれておりますので、ご紹介したいなと思います。今日は2人でポッドキャストを撮っていきたいと思います。じゃあお願いしますよいしょ。はい、はじめましてお名前は何ですか？ヨッシーです。ヨッシー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで旦那さんですはい、よろしくお願いします。はい、いつもね、一人でポッドキャストを撮ってたんですけど、やっぱり一人で話すの難しくて、結構ね、いつも大変なんですよ、一人で喋るっていうのがあんまり得意じゃないので、なのでいつもね、誰かと一緒に話せたらいいのになって思ってたんですけど、近くにいるじゃんと思って確かにそうそうそう、近くにはいるね、近くにいるなと思って、一緒にやりませんかって声をかけたら、いいよって言ってくれたので、一緒にやろうかなと思って、今日は一緒にビデオポッドキャスト撮ろうと思います。はい、初めてビデオポッドキャストに出ます。はい、お願いします。よろしくお願いします。新メンバーヨッシーです覚えやすいそう、ヨッシーって多分言いやすいよね、みんなもマリオのヨッシーみたいなそうそうそう、恐竜をね、あ、そうイメそうそう、ージして確かにいつもみんなからヨッシーって言われるの？ヨッシーって言われる、まあね、海外の人だとヨッシーが言いやすいからね、そうかな。だよね、でも大抵の人ヨッシーっていうニックネームの友達何人かいるからヨッシーかぶりは多いですね。確かにさ、日本人でいうとさ、名字の吉田さんとかさ、ヨシがつく人って大体ヨッシーだよね、あだ名。いや本当にそう大体ヨッシーでも下の名前がね、ヨシキなんだよね。そうね、そうそうなのでヨッシーですね。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっといつもね、コンテンツを撮りたいって、ポッドキャストをね、いっぱい撮りたいと思ってたんだけど、なかなか一人で話すのが本当に苦手なので、なかなか更新がストップしちゃったりとか、してたんですよ。本当なんか今日は喋れるかもと思って撮影しててもうまく喋れなくて、
コンテンツをボツにしたりとかうん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 したんだけど、あとやっぱりポッドキャストを聞いている皆さんもなんか自然な日本語を聞いてみたいのかなと思って。一人語りじゃなく誰かとコミュニケーションしているね。そうそう、やっ確かにぱ確かにり皆さんも自分でカメラの前に向かって一人で喋るといつもと違う言葉になるじゃないですか。そうね、確かに。そう、ちょっとかしこまっちゃうっていうか、しかも敬語になるし、すごい、確かに日本人だとね。プレゼンテーションみたいになるしね。そう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 、うんうんうん説明っぽくなったりとかするから、できれば会話がいいんじゃないかなと思って。確かに自然な会話だ。あ、そうそうそう、なので今日これからヨッシー登場が多めになると思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとうん何から話そうかな、ヨッシーについてちょっと深掘りしようかなと確かに誰なんだと、思う、そう誰って感じだと思うので深掘りしようと思うんですけど、はい、ヨッシーはどこ出身ですか？愛知県出身の名古屋うんが近いところだから、トヨタとうか、んあとなんだろう、名古屋城とかうんひつまぶしとかうどんとか有名なところですかね。おー、うんすごい。私も行ったことがあるんですけど、うんうん食べ物が美味しかった。うんうん、多分知ってる人も多いんじゃないかな、名古屋はね。名古屋はね有名だね。めっちゃ有名だようね、ん、そっか。じゃあ愛知県出身というこそうとで、愛知県出身ということで。わかりました、ありがとうございます、うんいつまで愛知県にいたの？愛知県はでも22とかお、まで、大学まで、卒業まで。そう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 。その後は？その後は東京に3年ぐらいいて、その後にフィリピンに 1.5 年ぐらい、そうだね、ね、約2年ぐらい。そうそうそういて、今沖縄というところですね。そうですね、そう、うん私北海道出身なんですけど、うんうんヨッシーは愛知県出身で、うん出会ったの何歳だっけ？僕がでも僕が22とかじゃあかな。 21？ そう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 私がそう1個違いなのね、そうそう私とヨッシーはうんうん1個上なんだけど、じゃあ21歳と22歳の時初めて出会ったのか。そうですそうです。あ、そうだ。でもスタートあれだよね、友達だったよね。スタートもちろん友達そうそうそう、友達で、うんお付き合い始めたのはいつだっけ？付き合い始めたの、うん5年前そうね、大体5年前、うんうん、じゃあ私が24歳うんで25歳の時か。そうね、うんうん、そうだ。でその時にあれだね、お付き合いを始めたんですけど、そうそうそう、当時私ずっと北海道に住んでたんですよ。そうね、確かに確かに。でヨッシーは東京の会社で働いてましたね。ね、うんそうだから2年ぐらい遠距離してたよね。そうね、確かに2年3年ぐらい、あ、そんなに、そっか。うん、ちょうど全部コロナだし2021年も、そうね、だからまあ3年ぐらいは遠距離かな、うん、そうだそうだ、そう、ちょうど私たちが付き合った頃がコロナだったんだよね、うんそうで北海道と東京で遠距離をずっとしてましたね、うん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 3年近く。そうね、遠距離してました。そうでも私その時会社員じゃなかったから、うん結構東京に遊びに行ったりとかしてたの。うん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 、ね確かに確かに。私ヨッシーもリモートワーカーだったから、うんまあ、今もリモートワーカーなんだけど、うん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 リモートワーカーだから結構私の地元に来てくれてたよね。そうね、東京行ったり北海道行ったり一緒に旅行したり、うんなんかいろんな日本全国各地転々としながら移動しながら働いたりね、してたね。そうだ、九州の熊本に行ったりとか確かに確かに。それこそ愛知にね、うんうん遊びに行ったりもしたし、うん、なんか1回の旅行が長いんだよね。一回にそうね、長いね。いつ働いていつ旅行してるのかわからないね。そう、なんか旅行しながら働くみたいな、うんうんお互いそんな感じだったよね。確かに確かに、そういう感じ。そうで私がライブ配信を始めるんですよ、うんうん、うん、そうストリーマーだったんだけど昔、うんライブ配信もしながら一緒にね旅行したりとかしてました。そうね。ライブ配信は初めてポッドキャストで喋るの？いや、何回か喋ってるかな。あれあ何回か喋ってる初めてかな、忘れちゃった。そう、ライブ配信者だったんですよ私昔2年ぐらいね。すごい、そうね、やってたね。そう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 。なんかよくある配信者はゲーム実況とかねありますけど、どういう配信をやってたんですか？私はでも主に雑談配信すごい。みんなとおしゃべりしてました、それプラスフルートをやってたので、うんたまに音楽配信とかをやって、エンターテイナーでした
すごい。それを2年やってたんですか？そう、2年やって喉に限界が来ました。ねえ、病院行ったりとかね。そう、ポリープができちゃって、うんうんうんもう続けたら声出なくなるよって言われたからやめた。そんなこと言われたことない。そうでも病院行く前も、うんもう本当声が出なくなったり、うんうん声が本当に枯れちゃったりとかして、もう音が出ないみたいな、声にならない、息しか出ないみたいなっていう状況でした、あの時は。やばい、大変。そうそうそうでしたね。よかったね、配信をやめて。ある意味まあそうだね、健康的にはなったかな。その配信してた頃はもう24時間配信のために生きてた感じ。そうね、確かにレッドブル飲んで。そうレッドブルを家の中にめっちゃ買い込んで、あんまり飲まない方がいいのは分かってたんだけど、飲まないと本当に寝ちゃうからずっと飲んでたね。夜ね、なんか7時ぐらいから稼働して朝5時ぐらいまで配信してた。してたねえ、人間じゃないみたいな。いや人間じゃなかった、あの時はね。ねそう、あれをもうずっと続けることは無理だなって、その時から思っていて、でそう転職しようってなったんだよね。そうお仕事を変えようって思った時に、もともと行きたかったフィリピンのセブ島に行きたいと思って、でタイミングよくヨッシーもね。そうね、フィリピンのセブ島の会社に転職をして、なんか全く同じ会社じゃないけどグループ会社的なところだったから、語学学校、そうね、語学学校で違う、学校だったから、でも同じ語学学校の施設は使ってた、から、なんか廊下でよくすれ違うとか。そうそう、なんかあヨッシーいるみたいな感じ。会社の中で廊下ですれ違う的な感じですね。そうそう、たまに一緒に仕事もしたよね。そうね、確かにグループ会社だからコラボできるところあるし。そうそう、一緒に仕事したりもしてたり、で初めてその時に一緒に住み始めたね、同棲をしたね。フィリピンでね。そう、フィリピンで初めて同棲した。どこで初めて同棲してんねんってこれ。いや本当そう。フィリピンで初めて同棲しましたね。そうそう、2年ぐらい、そうね、年近くね。しかもワンルーム。そう結構家賃高めの場所だったけどさ、そうね、部屋がワンルームでベッドあって、キッチンあって、なんかちょっとちっちゃい机があるみたいな部屋ね。いや本当にそう。あれってなんて言うんだっけ、フィリピンでワンルームのことなんて言うんだっけ。ワンベッドルームかな。ワンベッドルーム。そう一つのベッドしかない。そうで2ベッドルームが日本でいう 2LDK みたいな。そう感じだったんだけど、結構過酷だったね。そうね、なんかアリは結構いるしね。虫はたくさんいたね。ゴキブリも。でもセブで住めたらどこでも住めるとは思う。そうだね、20代のうちに経験できてよかったなって思うし、一緒に行けてよかったよね。いや本当にそう。あの時もし選択が違ったら結婚してないかもしれない。確かに選択が違ったら怖いこと言う。フィリピンに行くっていう決断をお互いにしなかったら、もしかしたら結婚してないかもしれないよね。確かに、それはありそう。ですね。で、2年ぐらいフィリピンに住んで、なんで沖縄来たんだっけ。フィリピンは3ヶ月というか1週間ぐらいいたら大体わかる、どんな生活かが分かって、で1年っていうか2年ぐらいいたらもう大体全てのね、流れが分かるし。そうだね、生活の流れがね。そう、またフィリピンって基本っていうかずっと夏じゃん。夏暑いね。そう暑いし、変化はあんまないし、慣れてきたから、新しいところに行きたいなと思って、でも島生活みたいなのがね、都会よりかはいいかなってなって、日本でやるとしたらどこだろうみたいなので沖縄だってなって、沖縄に住んでますね。そうですね、もともと沖縄旅行で来たことがあって、いい場所だなとは思ってたんだけど、でもまさか住むと思ってなかったね。いや思ってないね。そんな思ってなかったんだけど、でも住んでみたらめっちゃいい場所じゃない？そうね、全然海近いし。そううちから海めっちゃ近くていいよね、天気いいし。最近さ2人で散歩始めたんだよね。散歩タイムね。そう私たち2人ともさ在宅ワーク、家で仕事をするリモートワーカーだから、運動しないんよね。そうだね、確かに。
そうだから散歩しようってなって、うん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 そう散歩してますよく。散歩大事、運動習慣大事。そうなの。気づいたらずっとね椅子に座ってるしね。あれ今日家の中しか歩いてないみたいな、ね、いや本当にそうあるよね。机からお手洗いまでしか歩いてないみたいな。そう100歩も歩いてないんじゃないかっていうぐらいしか歩いて、ね、それはよくある、そうだからちゃんと運動しようねってことで、散歩を始めましたね最近。いや始めました。そうで結婚したんですけど、結婚したのはいつだっけ？入籍日は5月の10日ですかね、今年の。そう5月10日に入籍をして夫婦になりました、はいでもさ実感なくない？あんまり実感はない。5年ぐらい付き合ってるんだけどさ、だからこそなんかあんま実感ないよね。まあそうね。特に男性側は何かが変わるわけでもないし。そうだ、日本だと女性が名字が変わるから、ラストネーム名字が変わるから、なんかたまにふとした瞬間に名字変わって私奥さんなんだって思うけど確かに男性特にあんまないよね。あんま変わらないね。確かに、特に結婚式とかしないとね。そうだね、そういうのとかウェディングフォトとかそういうのしないと多分みんな時間したいんだろうなとは思う。そうだね、いつかちょっとしたいなと思って、今計画中ですけども、みたいな感じですね、はい。ちょっと新キャラヨッシーということで皆さんヨッシーについて質問があったらぜひコメント欄にコメントしてくれたら嬉しいです。確かに、はい、ありがとうございます。これからは家とかいろんな場所で2人でポッドキャスト撮ろうかなと思っている感じですね、はい撮っていきましょう。はい、2人でよく話すんだよね。いろいろさ話すけどさ、カメラ回してないからね。いやほとんどそうでしょうね。そうなんだけどね普通はね確かにそうせっかくならカメラ回していきましょうということで撮っていきましょうということで、ですね。確かに。あと何か話すことありますか？なんだろうね。なんだろう学生時代の話とか。学生ね、そうだ。じゃあ学生時代はなんか部活とかスポーツはやってました？そうね、なんか小学生、7歳から12歳ぐらいまではテニス、公式テニスを6年ぐらいやってましたね。あ、そうなんだ。6年もやってたんだ。そうなんか習い事、それこそ兄が2人ぐらいいるんだけど、兄がやっててなんかどうせならヨッシーもやるでしょみたいになって、行きたいなとは思ったことないけど初めてなんか行って、そこから6年ずっと行ってた。すごい。行きたいと思ってなかった？興味なかったの？あんまそうね、6歳とかなんかあんまりでもなんか楽しそうかなぐらいかな。なるほどね。体動かすの。そうまあ男の子だしね、ちっちゃい男の子だし。そうじゃあお兄ちゃんたちと一緒に習ってたんだ。そうね、なんか多分クラスは違うけど、多分そうみんな初心者から始まって中級者上級者上がっていくから、最初初心者でやって、そう6年間ぐらいテニスやってたけど別になんか大会とかも出たことない。普通にみんなでテニスするみたいな感じ。なんかそうテニスするみたいななんかサーブの練習しようとか、なんかコーンを並べてこれを倒そうみたいな。なるほど、ゲームみたいなね。ゲームみたいな、それを6年間やってた。なるほど。勉強は好きだった？勉強はそうね、小学生の時に塾に行ってて、漢字テストとか、なんか日本の都道府県のテストとか、昔の旧国名のテストとか、なんかそういうのはなんだろう、ちゃんと覚えたらねテストで評価されるから、それなんか真面目に努力するみたいなことは結構好きだったかもしれない。そうなんだ、偉いね、ちゃんと勉強して。どんな勉強が好きだった？学生時代。どんな勉強？なんかいっぱいあるじゃん。音楽なんか音楽出てきちゃった。英語、日本語、国語か、数学、理科とかあるけど。そうね、でも一番興味あるのは英語かな。英語なんだ。どうして英語はなんか英語話せたら、日本人以外の人と話せる、し、なんだろうな、他の国で生きていけるということがなんか人生の希望になるような気がした。なるほどね。日本だけじゃなくて。そうあとはなんかなんだろうな、ヨーロッパ圏とか、
なんか欧米圏の人の見た目って映画にも出てくるような見た目じゃん。うんうんうん。だからなんか英語話せたらその映画にも出てくるような人と話せるんだというなんかちょっとそういう憧れはいはい。があったから、かっこよく見えるもんね。かっこいいもんね実際ね。そうだから英語話したらいろんな可能性が広がるんだろうなっていう感じで。なるほどです。そう海外は初めて行ったのはいつ？いつなんだろう。でも小学4年生とか、10歳どこに行ったの？はハワイですね。ああ、ハワイね。ハワイどうだった？覚えてる？あんま覚えてないけど、まあでもね、楽園というか常夏のところでリゾート地、でどんなとこ、そうだね。でもなんかいろんな人が楽しそうに生活してるから、なんか自分もいつかそういう暮らしができたらなとは思ってたかもしれない。その時なんか憧れがあったんだ。そうね。英語話せたらなんかそういうリゾート地、海外のリゾート地も遊びに行けるし住めるんじゃないかみたいなのは思ってたかもしれない。なるほどね。じゃあそこからじゃあ英語の勉強頑張るんだ。じゃあ2回目の海外はどこ行ったの？2回目の海外はでもオーストラリアかな。何歳の時は14ぐらい。中学生？そう、中学生。それは旅行で？それはホームステイ。そう。どれくらい行ったの？でも2週間とか。いいね。オーストラリアのどこに行ったの？オーストラリアの多分どこだったっけな、シドニーとかメルボルンとか。いいね、いいとこだね。そう。そっか。英語はその時使えた？まあ自分なりには使えた気がする。すごい。なんか中1英語普通に短文で何か話すぐらいは多分できた気がする。そこで楽しいなって思った？そうね、そこはかなり楽しかった。現地の学校みたいなのなんか行ったりとかして友達も作ったりとかしてたから、かなり可能性広がったかな。なるほどね。そこでまたさらに英語を好きになった感じ？そうね。そっか。そう。大学とかはどんな勉強したの？大学はでも学部はなんか経営学部みたいな。経営学部。英語と関係ないね。そうなんか高校の時にね、大学とか何学ぶのかみたいな担任の先生に相談した時に、なんかまあ自分の好きなことは正直お金を払って学ばなくても自ら学ぶから別にわざわざお金を払って学ぶ必要ないんじゃないって言われて、でまあ2番目に興味あるものに対してお金を払えばなんか英語プラスその新しい領域の掛け算でなんかまあ大学卒業後に良いところに働けるんじゃないかみたいなアドバイスを高校生の時に担任の先生から教えてもらって、2番目に興味があるものあんまないなと思いながら、でもまあ会社で働くんだったら経営の知識必要かなと思って、だからなんだろう、自分で英語を勉強しながら大学で経営を学んでみたいな感じでしたね。なるほど、そうなんだ。じゃあ英語は独学になったんですね。そうね、なんか自分で勉強してたりしたし、まあ、大学でプラスなんか何千円か払ったら英語の試験の対策コースみたいなの受けれるから、それを受けてたりしてた。なるほど、すごいね。じゃあ結構大学でもちゃんと勉強してたんだ。ちゃんと普通にちゃんと勉強してましたよ。なんか日本の大学生のイメージあんま勉強しないイメージちょっとある。まあ学部によるしね。文系は特に、確かに経営学部は特に遊んでる。そう遊んでるイメージがちょっとある。確かになんか僕はコンプレックスを抱えてたから、遊んでる、まあ学歴コンプレックスって呼ばれるやつで、なんかなんだろうな、この大学を卒業したとて良い就職先につけれる入社することむずいんじゃないかみたいなことを、まあ、なんかぼんやり思ってて、だからこそ学生生活のうちに何かスキルとか勉強をしないといけないと思っていろいろ勉強してたわけ。偉いね。それにさ気づかないで遊んでる人がほとんどじゃん。正直まあそうね、まあもちろん頑張ってる人もいると思うんだけど、なんか私のイメージはみんな遊んでるイメージだったから。そうね、まあなんか大学入ることがゴールの場合だと遊ぶのは結構あると思う。まあどこをゴールに置いてるかによっても変わるよね。ヨッシーはどこをゴールに置いてたんですか？東京の会社で働くこと。東京で働き方かったんだ。イケてる東京の会社で働くことっていうこと。なるほどね。でまあ愛知県だったから地方じゃないけど、まあちょっと距離離れてるところからの進出だから、
でライバルは東京の大学生、ってなるとね、彼らはなんかより良い経験も学歴もなんかいろんなものを積んでそうだから、まあ、だからこそ勉強もしないといけないし、いろんな経験積まないとなとは思ってた。なるほどね、偉いね、頑張ったんだ。まあ頑張ってないけどね、なんかただ好きなことやってただけだから。はいはいはい、そうそうそうか。なるほどね。じゃあ大学生で何頑張ったの？何頑張ったんでしょうね、何頑張ったんだろう。特に頑張ってないかもしれない。なんか、海外行ってませんでしたっけ、大学生の時。あ、そうね、19歳の時にカナダにワーキングホリデーの留学はしてたかな。1年くらい？そうね、大体カナダのどこに行ったの？カナダのトロント。トロントね。そうそうそう。私行ったことないけどすっごい行ってみたい。トロン寒いね、トの生徒さんがいる？トロントの生徒さんいる。バンクーバーもいるし、お、すごい。あとモントリオールの生徒さんもいる。ケベック、そうね、すごいすごい。ケベック。カナダね、結構多いんですよ。すごいね。良さそう。そっか。いや、いつか生徒さんにも会いたいし、普通に昔ねいた場所にも行ってみたいですね。そうね、働いてたカフェとかいろんなところでね。そっか。じゃあそこで頑張って英語も使って働いたの？もちろん。カナダで。もちろんすごいじゃん。そうね、まあなんかそうね、留学留学あるあるだとなんか同じ国出身の人と固まっちゃうみたいなことは、まあどの国の人でもあるかなと思うけど、なんか僕はせっかく留学行くんだったら英語しか話さないとか日本人とつるまないみたいなルールを持ってたから、なんか現地でその日本人以外の人とつるんだりとか英語を使って働けるような職種とか職場で働いてた。偉いですね、私も一瞬だけオーストラリアの語学学校行ったんだけど、英語話せなさすぎて、日本人といました。ダメだですね、これが。お金かけて行ったのにね。そう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 。ダメだよね。そうそうそう。そっか。すごいね、19歳でしょ。そう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 。一人で海外行って働くなんてさ、言語も違う中で本当すごいよね。まあでもそんな変わんないよね。変わんない。言語だけぐらい。言語が違うくらい。言語が違うのが大変なのよ。言語が違うくらい。そっかそっか。カナダは楽しかった？そうね、カナダ楽しかった。もう一回行きたい？旅行で、行きたいよね。全然旅行は全然楽しいよ。多分どの国も。私も行きたい。アメリカも行った？アメリカも行った。ニューヨークかな。いつか行きたいです。ニューヨークの生徒さんもねいるから。すごい素晴らしい。騒がしい街。そっかそっか。で日本に帰ってきて。そう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 。その後は就活？そうね。いや20歳で帰ってきて卒業まであと2年ぐらいあるから、そこからはなんか英語使ったバイトとかなんか企業でインターンシップするとか、なんかそういうことをしてたかな。なるほどね、そっかそっか。大学卒業後は無事に東京の会社にそうね、東京の会社になんかねじ込んで入りね、無理やり入り。なんかあれでしょ、卒業しないと思ってたら卒業してたみたいな言ってなかったっけ？そうねそうね、なんか3月に卒業するけど入社は8月みたいな。はいはい、そうね、なんかそういうちょっと普通4月入社なのになぜか8月に入社するっていう謎の状況を起こしました。なんか日本の会社って基本4月入社だもんね。そう海外だと9月かな。まあ海外の大学が9月卒業とかあるけど、バラバラかも。そっかそっか、なるほどね、面白い。東京生活はどうでしたか？東京生活はほとんどコロナだったよね。そうね、2020年に上京してるから東京に行くこと、田舎から東京に行くこと上京って言うんですけど、そう2020年の8月ぐらいに上京したんでコロナですね。コロナ流行ってそう5ヶ月ぐらいで。そっか。でなんか東京に行ったけどあんま人いなかったかもしれない。ね、全然外にいないよね人がね。全然外にいないしみんな家にいるから。東京の会社で東京に住みながらリモートワークしてた。そうだね、東京でリモートワークしてた。謎。家に引きこもってた。そう実家にいたらいいじゃんってずっと言われてた。そうだね、お金も高いしね。お金も高い、かかるからね。そうかそうか、へえ面白い。なるほど。そうまあでも東京行ってよかったですか？そうね、なんか自分のやりたかったことだし、
あるね、学生時代の東京のイケてる会社で働くっていう抽象度高い目標を達成し、まあ、大体3年ぐらい住んだらどういう生活かも分かるし、あ、まあそうだね、大体ね。そうそうそう、まあ飽きてくるでしょ、3年もいたら大体分かるね。大体分かる、そっか、大体分かる。いいね。そっかそっか。そう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 。で今はセブに行って沖縄にいると。あ、そうだね。でも沖縄よくない？私めっちゃ好き、沖縄。どこが好き？まああったかいし、私北海道出身だからもう本当に冬が嫌いで、雪も嫌なのね。北海道出身そうなんだ。まあ大体そうじゃない、みんな。あ、そうなんや。北海道の人たちはなんか迷惑だと思ってると思う。なるほどね。そうだから、まあ、私は特に好きじゃない、寒いのがね、だから沖縄って雪降んないし、いつでも暖かいし、あと結構晴れの日が多いと思う。そうね、思ったよりね、なんか沖縄って結構台風が直撃するイメージあるじゃん、なんかずっと雨みたいなイメージあるけど、なんか言うてそんなない。そう、あんまり来ない、来るけどあんまり来ない。そう、来るけどあんま来ない。イメージしてたよりは来ない。そう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 だから住みやすいし、やっぱね、本当北海道って冬になると外に出たくなくなるのね。あ、なるほどね。寒いし、なんかいろんなもの着て、すごい肩もすぐ凝るし、すごい嫌なのよ。確かに確かに。沖縄はもう薄手でさ、いつでも過ごせるでしょ。いつでもいい。だからアクティブになれる、から好きです。確かに日光浴びるし元気になるしね。そう、元気になる気がする。なんか長生きしそうだね。あ、長生き絶対できると思う。あ、でも日本のさ、都道府県の中で一番あれじゃない、沖縄が寿命長いよね。あ、そうなの？確か1位なはず、沖縄。知らんかった。そうなんや。そうそうそう、やっぱ外に出たいっていう気分になれるしね。なるほどね。ってなると北海道が最下位の可能性が高いけど。ワンチャンあるかもね。まあまあ、確かに確かに。それはそうかも。わかんないけど。そうそうそう、だから沖縄好きですね。そうそうっていう感じでね、2人でいっぱいこれからエピソード撮っていこうと思います。ちょっと今日ね、本当は外で撮りたかったの、なんだけど、それこそ明日から台風が来るみたいで、もうね、外がね、すでに風がすごくて。そうね、波も高いし。そう、でもせっかく晴れてたから外で撮りたかったんだけど、風がもう多分音うるさいかなと思って、ちょっと中で撮ってます。でも若干多分中でもちょっと音が入ってるかもしれないけど。そうね、店内のざわざわが、ざわざわしてる音がね、ちょっと入ってるかもなんですけど、これから2人でいっぱいエピソード撮っていこうと思います。多分皆さんも感じたと思うんですけど、多分めっちゃ自然な日本語じゃない？私今。確かに。そう、多分ね、私今すんごい自然な日本語喋ってると思うので、参考になる部分もたくさんあるかなと思います。あとやっぱりさ、会話だと相づちがさ、できるじゃん。相づちもさ、結構大事じゃん。大事大事。コミュニケーションする上で大事大事。私日本人特有の相づちってあると思うのね。なるほどね。そういうのとか、なるほどねとかね。やばい、ボキャブラリーがない。相づちボキャブラリーを知りたいね。そうそう、たくさんあると思うから、なんかそういった空気感とかも届けられると思う。確かに確かに。と思うので、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい。ぜひまだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。モチベーションになります。確かに。はい。やっぱね、動画を見てくれてコメントしてくれたり、高評価つけてくれたり、なんかアクションを起こしてくれると、なんか作ってよかったなって本当に思うので。はい、全然コメントでこういうのもっと見たいとか、本当はこうしてほしいとかがあったらぜひ教えてくれたら嬉しいです。はい、でこれから実はね、ヨッシーも日本語教師デビューするということで、はい、これからレッスンとかもやるみたいなんですよ。またね、できるようになったらお知らせしましょう。はい、お知らせします。ありがとうございます。では皆さん、今日も聞きに来てくれてありがとうございました。またね。バイバーイ。皆さんこんにちは。こんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。はい。今日はヨッシーとドライブおしゃべりをしていきたいと思います。お願いします。はい。今日はこれから何しますか？今日はこれから、ドライブのね、お供をね、買いに行ってね。そうですね。コーヒーをね、飲みたくなったので。そうですね。コーヒーを買いに行こうと思います。行ってみよう。はい。
日はね今ローソンにいるので、今からローソンでコーヒーをね買おうかなと思ってますので、まずはコーヒーを買いに行きます。ローソンはコンビニエンスストアです。はい、行ってきます。行きましょう。どうぞ。ちょっとゴミ捨てますね。ちょっと抹茶もあるんですけど、どうします？ありますね。コーヒーがいいよね。うん。よし、今決まった？コーヒーで。コーヒー？メガ、どうしようかな。メガにするか。メガ、私はメガで。メガにしましょう。はい。濃いめアイス？普通のアイス。あ、はい。メガアイスカフェラテの普通で1個と、メガアイスカフェラテの濃いめで1個。以上で。はい。持ってないです。はい。あ、80円あります。メガアイスカフェラテでした。2つ。あ、カフェラテとコーヒー？あ、コーヒー？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。アイスコーヒーの普通。はい。はい。注文間違えました。はい。はい。ヨッシーがアイスコーヒーでしたね。アイスコーヒーです。どっちもアイスカフェラテ頼んじゃった。大変。そうそう、無印ってさ、違う、ローソンってさ、無印あるんだよね。みんな無印知ってるかな。あると、カナダにはある。うん。ね、人気だよね。あるとこあるかも。海外にうもあるし。ん。そうそう。無印大好きです。いいよね。無デザイン印好き。シンプルなデザインだけどね、なんか、まあ、シンプルだから良いか。そう、シンプルで質がいいよね、やっぱり。うん。良品だからね。確かに確かに。でも本当に質いいなって思う。確かに無印良品どういう印がない品ってこと？そう無印ってあれだよね、なんかロゴとかなんかないみたいな。あー、確かに無印はロゴがない。そう、なんかシャツとかも売ってるし、帽子も売ってるし、なんかミニトートバッグ折りたためるって感じとか、靴下とかも売ってる。あ何でとコスメも売ってるね。とかさ、文房具もあるよね。私はよく化粧水使います。確かに。そうそう、できたかな。そうかな。はーい。はーい。よいしょ。アイスコーヒーができたみたい。アイスコーヒー。よいしょ。飛んじゃった。はい、ありがとうございます。あ、こっちがラテだ。よいしょ。ゲット。はい、どうぞ。はいどうも。よいしょ。はい、コーヒーゲット。コーヒーゲットでーす。私はメガアイスカフェラテにしました。僕はメガアイスコーヒーにしました。いいね、飲みます。私これめっちゃ好き。なんか今日マイルドな味がする。濃くないってこと？いつもよりマイルドかも。もしかしたら濃いめじゃないかもしれない。でも美味しいです。逆にこっちは濃いめかも。間違ったかもね。私がオーダーミスった？わからん。ね。聞いてなかった。まあでも普通に美味しいです。うん。じゃあ行きますか。行きましょう。
これからうん。どれくらいドライブするっけ？いつも40分ぐらい？50分ぐらいそうだね。？1時間しないくらいだよね。うん。はい。 1時間しないぐらいかな。じゃあちょっと私がね運転手なんですいつも。うん。しょうがない。そう、ヨッシーは運転免許を持っていないんです。しょうがない。免許ね、持ってないと運転できない。免許取りに行ったはずなんだけど、なんかね、免許持ってないんですよね。不思議ねえ、ですね。不思議ですね。うんそういうこともありますね。はい。ということで私が運転します。免許取り行って学校で辞めたとかじゃないからね。取ったんだけど、ちょあ、っと、そう。ある事情によりね。なくなった。なんか事故を起こしたとかじゃないからね。なんか言ったか犯罪者みたいなら、そう。めちゃくちゃやらかして、なんか警察に目つけられて亡くなったとかじゃないからね。どうしてなくなったんですか？まあ、その免許というものは更新期限があるわけですよね。うん。そう。で、まあ、コロナとかでね、いろいろはがきを放置してたら、うん。だいぶ月日が経ってしまい、もう更新あなたできませんってなったので、その免許の資格を剥奪されましそうだ。本当は更新してくださいってハガキがねた。、そう、来るのよ。来るんだよね。結構来るね、あれ。何年かに1回ぐらい。そう。で、それを持って、うんうん免許の更新を、そう。警察署かなあ、そうだね。ね警察署だね。しに行くんだけど、そうれを、ずっと放置してたんだよね。そう。そしたら免許の権利がなくなっちゃったっていうあ、そう。感じです。なので、いつもドライバーは私です。そうです。はいいつか免許取ってください。はい。ね、近くに学校あるんで取り行きます。はい、お願いします。ということで行きましょうか。はい。じゃあ、運転します。レッツゴー。はい、今から高速に乗ります。はーい。オッケー。多分良さそう。OK。ではでは、では。今高速道路に乗りましたので、はい。ドライビングトークをしていこうと思います。はい。はしていきましょ今日はどんなテーマで話しましょうか？う。休み、まあね、今土曜日なんで休みの日ですね。そうだね。休みの日はどんなことしているのっていうテーマはいかがでしょうか。お、いいですね。じゃあそれについて話してみましょう。はい。まあ今日休みの日なんで、まあ、逆に今日何すんのって話ですね。まあそうだよね。まず今日何するかみんなに言いましょうか。はい。今日は今からショッピングモールに行きますね。はい。で、何する？決まってる？ショッピングモール行って、まあお買い物、なんかね、欲しいもの見たりとか、映画見たりとか、作業したりとかうん。ですかね。そうね。映画はあれかな？煙突町のプペル？ね、ちょっと今何やってるかわかんないけど、後で調べてみようか。そうね。いいですね。そんな日かな、まあご飯食べたり。今日のランチ何食べようね。どうしようね。何の気分？うちらまだ何も食べてないじゃん、朝から。そうね、コーヒー飲んでね、お供のコーヒー飲んで。コーヒーしか飲んでない。まあやっぱ、ね、健康的なものが食べたくなるので、日本食？定食？いいね。じゃあそこ行く？釜炊きご飯のお店。そうね、釜炊きご飯と、塩サバの定食とか。ああ、いいですね。美味しいよね。あと味噌汁ついてみたいな。はいはい。じゃあ和食で行きましょうか。和食がいいですね。私も和食の気分です、とっても。ねお腹空いてきた。え。めっちゃお腹すくね。昨日もさ、金曜日で調子乗ってさ、花金だと思ってさ、なんか、うちのね、お父さんが私のお家に料理を作りに来てくれたのね、昨日。で、なんか、ご飯を作ってくれて、それを食べてたんだけど、たくさん食べちゃったよね。ああね。あるよね、そういうのはね。そう。だから昨日もたくさん食べちゃったから、本当は今日抑えめにしないと。ああ、そういうことね。バランスを取るためにね。そう。って思ってたんだけど、せっかくのお出かけだから食べちゃうよね、みたいな。ああね。もうちょっとご飯少なめとかにしたらいいんじゃない？あ、そうだね。炭水化物少なめとかにしたら。やっぱご飯がさ、太っちゃうよね。まあ炭水化物がね。そう、でも私ご飯大好きなんだよな。本当に辛い。辛い。まあ北海道出身だからね。なんで？関係ねえか。なんか、北海道はご飯とかさ、まあ、食全部美味しいじゃん。北海道は全部美味しいですね。
まあ食まずいとこないと思うけど、うんうん。わかんないけど、食がまずいところに生まれてたらそんな食好きじゃないとかなりそう。あー、でも、まあ私お父さんが料理人なのもあるかもね。うんなんか昔から食に興味はあるというかさうんう、ん美味しいものに囲まれて育ったっうんうんうんていうのはありますね。確かに確かに。そうそう。たまにね、うちにお父さんが料理作りに来てくれるんだよね。すごいね。いいよね、いいよね。めっちゃすごい。料理代行ですね。料理代行です。そう。なんか日本には家事代行というサービスがあるらしいですけど、知ってますか？もちろん、家事代行、この前使ってみましたね。何をしてくれるサービスなんですか？本当はね、本来の目的はエアコンの掃除をしてもらおうと思ったの。まあ家事代行を依頼したよっていうことね。で依頼するも元々の背景はエアコンを掃除したかったってことね。そう、エアコンの清掃サービスを調べてたら、うん。家事代行の会社がエアコンも掃除してくれるっていうのを見つけああ、たのね。そういうことね。はいそう、はい、はい。最初はそれが始まりで、うん。エアコンね、掃除したいなーと、ね、自分じゃできないから、はいはいしてもらおうと思ってたから、うん業者をこうネットで探してたんだけど、うんうん。そしたらこう家事代行のサービスが出てきて、はいはい。なんか初回2時間、なんかちょっと安めの金額だったから、はいはい。ちょっと待って、これはやってみようかなみたいな。初めて使ってみようかなって、家事代行って他の家事もやってくれるやつ。はいはい。例えば、トイレの掃除とか、お風呂の掃除とか、うんうん。キッチンのシンクの中の掃除とか、うんうんまあ部屋も全部掃除機かけてくれたりする、普通に家事をやってくれるサはいービスなんだけど、それをちょっと初回安かったし、うんうん。使ってみようって思ったんですよ。そう、そしたらめちゃくちゃ良くて、うんうん。部屋ピカピカになってたよね。なってたね。そうそう。なんかいつも汚いみたいになってますけど、別に綺麗にはなってましたね。そうそうそう。なんか、いつもさ、細かくはできない掃除がたくさんあるじゃん。そうね。時間がかかるところとかね。そう、お風呂とかもさ、うんうんさっとは掃除するけど、うんうん。なんか、ちゃんと綺麗にはできてないみたいなところ、ね。まあまあ、そうね。なんかプロが持ってる洗剤とかね。そうそうそうう。そいうのに。そうなの。あと、沖縄って、私たち今沖縄に住んでるんですけど、うんうん沖縄って、お水がね、本州のお水とちょっと違って、うんうん。香水っていうさ、多分海外のお水とちょっと似てるんだよね。はいはいはい。で、香水って、なんか白くなるのよ、ほっとくと。うんうんうん。石灰みたいなのが固まって、白くなって、鏡とかさ、真っ白になっちゃうの。そうだね。ね、それがなかなか洗剤で落ちなくて、うんうん。でも昨日じゃない、この前か、うん家事代行の人に掃除してもらったら、それもピッカピカにしてくれて、うんうんうん。素晴らしいって思いましたね。専用のなんか洗剤があるんですね。多分そうそう、私たちは持っていない。はい。沖縄のね、対策のね。そうそ確かに確かに。う。っていう細かいところとかも掃除してくれて、すごく良かったっていうね。確かに。そう実際に依頼して確かに。なんか、家帰ってきた時に、なんかなんだろう。綺麗になっている匂いを感じた。おー、匂いがしたの。匂いがした。いい空気になってたってこと？なんかね、多分洗剤の匂いというか、多分いろんなそういうものの匂いがしたから、そうなんだ。なんか掃除されたんだろうなっていうのを匂いでも感じれた。そうなんだ。そう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 。家にずっといたから分かんなかった。そうね。帰ってきたらなんかね、わかる。うんうん。確かに。そうそう。そういうね、家事代行もね、依頼しましたと。この前ね、そう依頼して、すごく満足度が高かったので、はい。うちエアコン2台あるんだけど、うんうんもう1台はまだ掃除してないから、うんうん今月の末にもう1回、その家事代行サービスとプラスでエアコンの清掃もまたお願いしてみました。良さそう。いいね。確かに確かに。でも海外だと逆にさ、そういうのは当たり前の国もあるよね。家事を代行するのが。子供がいる家庭とか。あるね。ナニあるーさんイメージとか言言わないなんか。ナニーって知らない？何？ナニー。知らない。なんか、その家族と本当一緒に同居する形で家事をしたりとか子供のお世話をしたりとかする、まあ、メイドさん的なもののことをナニーっていうよね。そうなん知らない。初めて知った？
何って言うんや。そう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 。そへえ。れこそシンガポールとか、なんかマレーシアとかもそういうのが、なんかあるイメージ。へえ。アメリカもそうかな、わかんないけど。うんうん。なんかまあベビーシッターはめっちゃいるイメージはわかる。そうだね。まあそういうことね。家政婦さんというか。あ、そう、全部やってくれる。子供の世話もやるし、家のこともやってくれるみたいな。そうそうそう。確かに確かに。なんか今までそれをさ、使うのにちょっとだけ抵抗があったというか、本当はさ、自分で頑張れば家事ってできるじゃん。でも私たち共働き一緒にずっと働いてるから、私はもうほぼ会社を経営してるみたいな感じだからさ、もうなんか休みもないし、仕事ばっかりしてるから。まあ、今日休みの日何しているっていうトークなんですけどね、そうそう。まあそうなんですね。今日はこれからお休みの日について話すんだけど、そうそうそう。休みがないとね、前提ね。普段は休みが本当になくて、で、ずっと仕事してる。多分1日12時間ぐらいやってるから。あら、半分ですね。そう、1日の半分は仕事してるから、家事がね、なかなかできないんですよ。まあまあまあ、確かに確かに。そうそうそう。で、それをね、そう、家事代行サービスを使うのにちょっとだけ抵抗があったんだけど、でもなんか、やってみようと思って申し込んでみたらかなり良かったから、ちょっとまた次は頼んでみるっていうね。家事代行の案件動画みたいになってるね。そうだね。ね、会社名ちょっと忘れちゃったけど。なんか概要欄にクーポンコードとかあったりするんですよ。でも、まあ、日本在住って沖縄に住んでないと意味がないと。それはそうだわ。そう、別にフランチャイズの会社じゃないと思うから。それはそう、地域密着すぎたな。そうそうそう。確かに確かに確かに。っていう感じで、はい。まあそれがありましたね。よかったですね。なので、まあ休みの日にそれこそ家事をしなくてよくなったっていうね。確かに、まあ確かに。まあまあ掃除の面ではね。そうそうそう。まあ月に1回プロの掃除あることによって日々の掃除が楽になるってことね。そう、めちゃくちゃ楽になる。なんか細かいところまで自分がこう気がついてない汚れとかもさあるじゃん。それも綺麗にしてくれるから、普段の掃除は普通に掃除してれば、まあ、ずっと綺麗な家を保てるというかね。っていう感じかな。確かに確かに。なんでこの話になったんだっけ、家事代行の。今日何食べる体も始まってて、でなんかお父さんがその料理にしてるんだよねとか、でなんか料理代行になって家事代行になって家事代行頼んだんだよねってなって、休み家事しなくてもよくなりましたっていう話ですかね。で今日は本当でも休み久々だよね。何もない日、まあレッスンしたわ今日の朝。まあそう。でもいつもの今日土曜日なんだけど、いつもは午前にレッスンして昼も入っちゃう時もあるんだけど、夜もいつもは入ってたんだけど、ちょっと今日はお休みにさせていただいて、午後以降ですね、午後からの一日はもう全部休みみたいな感じにしています。ですね。いいですね。そうで、私はなんかフリーランスっていうか、まあ今度会社設立とかもしていくんだけど、まあそういう働き方、休みがまあないというか自分で決められるという働き方ですけど、ヨッシーは会社員じゃん。土日は何してるんですか？土日は何しているか。まあ土曜は何してんでしょうね。何してんだろう。まあ、カフェ、コーヒー飲んだり作業したりしてるんですかね。あんま分かんないですね。休み何やってるか意識してない？休み、そうね。ちなみに先週は日曜日ずっと寝てました。めっちゃ一日中寝てたよね。あ、そうだっけ。まあ、そういう日もありますよね。そういう日もあるよね。まあね。そう日曜日はずっと寝てて、この人夜寝れるのかなっていうぐらい昼間もずっと寝てた。あら。でも夜も普通に寝てた。めっちゃ寝てますね。めっちゃ寝ててすげえって思った。猫みたいな生活。そう、猫みたいになってたよ。まあなんかね、平日たくさん働いて疲れたら土日のどっちかめっちゃ寝るわ。まああるでしょうね。確かに。ですね。まあでも
なんかまあね、今までの土日はなんかそういう寝てたり作業したりとかしてたけど、これからの土日はなんかクリエイティブなことできたらなとは思ってますね。あ、そうですね。ヨッシーもね、日本語教師としてデビューするんだよね、これから。うんうんだから土曜日も日曜日もレッスンが入る可能性もありますね。うん。はい。どうですか？楽しみですか？日本語を教えるというのは。そうですね。うん。楽しみですね。これからデビューしますね。うん。どうして日本語教師やりたいと思ったの？どうして日本語教師をやりたいと思ったのうか。ん。なんか日本語教師をやりたいっていう思ったというよりかは、なんか日本語を学びたいという人に対してなんか日本語を教えることができたら楽しいんだろうなと思った。うん、楽しそうだからって感じ？その仕事が。まあそうね、最初はそうかな。おー、いいね。うん。特に日本語教師になりたいとは思ってなかっでも結果的になるっていうことた。だよね。そう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 なるほどね。そうそうそうでもね、本当私の生徒さんもそうだけど、うんなんか日本のことをやっぱ基本的に好きな人が日本語を学んでくれているから、なんかね、とっても教える私もすごく楽しい。うん日本のこと好きでいてくれてるし、うん日本語を学びたいってモチベーションで来てくれているから、うんすごくね、嬉しい気持ちになりますね。そうだよね、うん確かに自分の国にとか言語に興味を持ってそれを教えることができて、かつ相手も嬉しいってなるとね、そうそうそう。ウィンウィンですね。そうなの。だ確かに。しみんなね、私の生徒さんみんなもうちゃんとね、いつも宿題やってきてくれたりとか、うんうんもうめきめき成長してて、日本語力が。へー。そう。本当にすごい。もう半年ぐらいで日本語だけでレッスンできるようになったりとか。今までは日本語を話せなかったってこと？そうそう、ゼロからの人も半年ぐらいでも日本語だけでレッスンできるようになってる。へー、すごいね。いや、すごいと思う。そうそうそう生徒さん自身も努力してくれてる。うん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 。確かに。そうなの。でも日本語の、そういうことね。日本語でレッスンができるようになったってことは、日本語を話す練習も生徒自身でやっていたということ？まあ、レッスンの中でね。レッスンの中でね。なんかそのやってますねリスニングは勉強できそうだけど、話すとかコミュニケーションするはうん。レッスンの中で鍛えたということ？そうだね。レッスンの中じゃないとなかなか鍛えられないかもしれないね、逆に。うん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 。話すっていうことに関しては。そうだよね。インプットは自分でできる。ね、読めたりね。そう、単語を勉強したり、うんうんリーディングしたりはできるけど、やっぱアウトプットは誰かと話さないと難しいよね。そうだね、コミュニケーションにおいては確かに確かに。まあ、でも私の生徒さんとかにはやっぱり単語をちゃんと声に出して読む練習してねとかは言ってますね。いいですね。そうそうそう。とても楽しいお仕事ですね。確かに。しおんさんは休みの日はどんなことしてるんですか？でも私も結構カフェに行くのが好きだから、結構カフェに行って、コーヒー飲みながら、なんか SNS 見たりとか、はいはいはいは自分のやりたいことをやってる感じかな。い。なんかもうカフェに行くだけで私はリフレッシュになるかも。そうなんだ。へー。何するとリフレッシュになる？何するとリフレッシュになる？うん。そうですね。寝ることじゃないですか？寝ることなんだ。はい。日体曜日力ねね、そんなに寝てると、まあ寝たり、そうね、寝ることとか、運動することとかね。おお、どんな運動？そうそうなんだろう、走るとか、おお、いいですね。自転車に乗るとか。確かにリフレッシュになるよね。そう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 。やっぱ運動するとか、脳に酸素を多く送らせるとか、そうするとリフレッシュするとかはあるかもね。それは運動することによって脳に酸素を届けるってこと。そうそうそう。確かに。それはちゃんとリフレッシュになりそう。ね。ですね。まあ普段やらないことやるとだいぶリフレッシュになるよね。まあ確かに平日は寝れないしね、たくさんね。そうそうそう。忙しくて仕事が。そう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 。
でも結構最近はお出かけしてるよね。そうだね。お出かけしたり、いろんなとこ行ってるかもね。うん。確かに。この前は北海道ね、一緒に行ったりとか、ワーケーションみたいな。仕事と休みを一緒にやったみたいな感じだね。そうだね。まあ、場所変えて仕事しているから、そういうこともできるかもね。うん、リフレッシュになる。確かに。なんかそう、そもそも私自身が仕事とプライベートを分けてないから、なんか別に、なんて言うんだろうね、スイッチのオンオフがめっちゃあるかって言われると、まあ、正直なくて、だから時間で結構区切ってるイメージ。なんかこの時間は自分の時間にしようとか、カフェ行ってちょっとまったりしようみたいな。はいはいはい。なんか一日休みみたいな日があんまりないし、必要じゃないっていう感じかも。昔から結構。でもそう、最近ね、てか昨日なんだけど、ある YouTube を見てて、スウェーデン人の人たちの過ごし方みたいな。なあね、よくあるね。そう、なんか北欧の人たちって結構、仕事する時間が短いのに生産性が高いみたいな。よくあるね。よくあるじゃん。そうそう。で、暮らしを大切にしてるみたいな。はいはい。で、なんかその YouTube、その本を書いた人の、なんかトークしてた YouTube を見て、なんかその人は日本人で女性なんだけど、旦那さんがスウェーデン人。で、スウェーデンに移住した時にすごくギャップを感じたみたいな。日本と。で、なんかそれが、私たちってまあ日本人って多分ほとんどの人がさ、仕事やって残業して、で、家帰っても寝るみたいな。で、平日はそんな感じじゃん。でも、スウェーデンの人は、もうなんか1日を 3個に分割して、まあ、8時間は寝る時間じゃん。で、普通の8時間は働く時間。で、この後の8時間をどういかに過ごすかみたいなのがすごく大事にしてるみたいな。そうそう。だから、残業はほぼないって言ってたね。スウェーデンは残業もないし、私たちってさ、会社員だと、週に5日間の8時間労働で40時間じゃん、週に。なんだけど、スウェーデンは確か37時間らしいです。労働時間が1週間でそう。8時間働いてないってこと？ 37時間だから3時間短いってこと、日本より。そう8時間働いてないんだね。毎日ね。どうして8時間になるの？いや、3時間少ないってことでしょ？そう、3時間少ない。そう、1日に8時間働いていないっていうこと。そうなの。なんで？なんで、その、アフターファイブ的な時間をすごく大事にしてる？そう、考え方が違うもん、仕事に対する考え方が。なんか私たち日本人って割と仕事が人生になっちゃってる人結構多いと思うよ。特にもう頑張ってる人たちはね。だけど、なんかスウェーデンの人たちはその仕事のために私たちの人生があるわけじゃなくて、家族と過ごしたりとか、友達と過ごしたりとか、そういう時間が一番大切だから、その時間を有意義に過ごすための仕事みたいな。っていうなんか考え方をしてるみたいな。そう、なんかその考え方素敵だなと思うし、理解もできるんだけど、じゃあ実際できるかって言われたらちょっと難しいなって私は思ったの。そう。なるほどね。確かに。残りの8時間で何やってる人が多いんだろうね、すべての人は。育児をしたりとか、子供がいる人は育児をしたりとか、家事をしたりとか、あとは趣味の時間にしたりとか。でもさ、思ったの、その時間も新たな産業を生んでるというか、ビジネスをちゃんと生んでるよなって。逆に趣味を充実させるためのものだったりとかさ、それこそレストランとかもそうかもしれないし、なんかそう、それがなんかすごいなってまず思った。確かに。それはスウェーデンの人はなんか2つ以上の仕事をしている人が多いとかあるのかな？2つ以上どうして？なんか例えば1日、7時間しか働いてなくて、残りの8時間とかをその趣味とかに費やすとなったら、その7時間の中でめちゃくちゃなんかお金が
なんか給料が高いとかもあるかなと思うのと、あと残りの8時間で趣味をやろうとしてもどこかのお店がやってないといけないでしょ、ってことはなんだろう、みんながなんか短い時間しか働いてなかったらお店がどこもやってない、サービスを受けられないから趣味がそもそもできないところがあるから、ってことは誰かが2つ以上の仕事をやっている、なんか労働時間が長くないとそのサービスを受けられる人も減るんじゃないかなと思って。いや多分副業してるみたいな人は少ないんじゃないかな。その人の話を聞いた限りでは少ないと思う。だからレストランの人はそのレストランの中で、まあ、1日8時間以内の仕事をしてる。まあ、そもそも給料も高いしね。それが不思議だよね。でしかもこれでびっくりなのがGDP あるじゃん、GDP が日本より上なの。だから1日の短い時間の中で、日本よりも短い時間の中で一人一人のパフォーマンスが超高い。そう、それがめっちゃすごいなって思った。それ何が違うんだろうね、日本と。まあでも成果主義ではあると思うよ。日本ってさ、違うじゃん、成果主義。まあもちろんそれも大事なんだけど、なんか、まあ会社に行って普通に仕事をしてればお給料もらえるじゃん。でも多分スウェーデンとかはそうじゃないんだと思うよ。ちゃんと成果主義。ああ、成果出してないと首を切れってことね。それは当たり前にそうなんだと思う。の代わりにちゃんと給料も高い。なるほどね。そうでしかもなんか女性と男性の賃金格差がめちゃくちゃ少なくて、日本は多分 20% 以上あるんだけど、男女の格差がね、女性の方が少ないんだけど、スウェーデンは 3% ぐらいしかないらしい。へえ、そうなんだ。そう、なるほどね。そうなの。すごくない？確かに確かに。スウェーデンのなんかね、産業って何が一番大きな産業なんだろう。 IT 系なのかな。なんだろうね。あれ IKEA ってスウェーデン？デンマークか。なんかデンマーク、いや違うかな、違うかもしれない。IKEA どこだろう。でもなんかその辺りな気がする。北欧だった気がする。そうだね。そうそうそう。フライングタイガーがデンマークか。あ、フライングタイガーデンマークだね。へえ。そうそう。でもまあ日本よりも小さい国だよね。その人も少ない、人口も少ない。確かに確かに。そうそう。でもすごいなーって、なんかその考え方理解できるし憧れもあるんだけど、今の私にはもうちょっと先だなって、できなくて先だなと思ってる。理想はその働き方だけどね。そう。確かに。スウェーデンなんでその働き方できるんだろうね。いやすごいよね、それがね。気になるよね。逆になんで日本はできないんだろう。だから逆に成果出せない人は、仕事がなくなるってことは貧富の差が大きいのかな。もしかしたらそれもあるかもしれないね。あ、でも福祉が充実してるからおそらく。なんか、病気とかであればちゃんと保証はされる気がするね。なるほどね。でもなんか普通に健康ですでもなんか成果は出せませんって人なんて多分めっちゃいるじゃん。その人は成果出せないからめっちゃ貧乏になるとかなのかな。のかもしれないし、仕事のこのなんて言うんだろう、簡単な仕事にしかつけないとかはあるかもね。そうだよね。それはありそう。確かに。なんかその働き方をしてるっていうのを聞いて、それが実現できてるっていうのがすごいなって思った。すごいね。インタビューしたくなるね、スウェーデンの人に。聞いてみたい。いないの、スウェーデンの人の生徒さんは。生徒さん私はいないですね。そうなんだ。オーストリアとかドイツとか、オランダとかはいるんだけど、北欧の人はね、私生徒さんにいないんだよね。ああ、そうなんだ。スウェーデンみたいな国残業しない。なるほどね。でも北欧とかそうなんじゃないかな。他のフィンランドとかも分かんないけどね、ちょっと教えてほしいです、知ってる方いたら。確かに確かに。そうなんかね、日本は長時間労働してるって言われているけど、他の国も長時間労働している国はなんかありそうだよね。韓国とか中国とかはそうなんじゃない？同じアジアの。あと意外とアメリカ人のその生徒さんに聞いた時も、その人ニューヨーカーなんだけど、めっちゃ仕事してるよとは言ってた。そうだよね。とは言いつつも、すごく自分の時間を大切にしてる人は海外の生徒さん見てて、すごく感じるね。なるほどね。そうそう。確かに仕事で短期間で成果出しつつ自分のね人生もね
やっていかないと、まあ、持続可能的にはならないからね。そうそう。確かまあ、ずっとね、健康で働き続けることができないよね。に。できない。一過性にね、終わっちゃうから、とても混んでますね。ですね。そうだね。じゃあ、ヨッシーはうんうん、どんな休みだったら、なんか自分の理想の休みの過ごし方になりますか？理想の休みですね。うん。理想の休みで行くと、まあ、5時に起きるですね。朝の？朝の。早い。それはどうして？まあ、朝早起きした方がね、うん。まあ、その日の一日が長くなるから、普通に活動しやすくなる。確かにね。うん。だから朝5時起きて、ラジオ体操かヨガして、で、コーヒーをね、豆から作るみたいなうんうん。のがあったりとか、そうね、コーヒーを一から作って入れて飲んで、まあ、どんな一日を作ろうかってジャーナリングするとか、なんかメモ書きをして、とかまあ、休みだから平日でどんな1週間だったかみたいな振り返って、なんか次の1週間どんな1週間にできたら良さそうかみたいなのを書き出したりとかして、うん。でまあそうね、その日の一日の計画とかを書き出して、まあちょっとどんな計画出てくるか、理想な計画だと、まあおそらく平日にできなかった終わらなかった仕事をもしかしたら午前中やるかもしれないし、うんうん。で午後から美容院に行ったりとか、うんまあ買い物行ったりとか、なんか友達と遊んだりとか、なんかそういう外の予定うん。をやっていくかな。で、まあ9時ぐらいに寝るとか。早いね。なんか5時に起きて9時に寝る。うん。で、平日できなかったことやったりとか、まあ友達に会ったりとか、外のアクティビティでリフレッシュをする。いいですね。なんかそういう一日が良さそうですよね。確かに。ちょっと朝から自分でコーヒー入れればやりたいよね。朝からコーヒー入れるはやってみたい。あとまあ平日できないことを入れてみたいよね。例えば？わかんないけど、オンライン英会話とか。ああ、そういうこと？朝、なんかオンライン英会話とか多分日本語教師もそうだと思うんだけど、めっちゃ頭動くやん。うん、動かすね。だから朝一にそれを入れることによって脳が動くから、うんその日の一日の脳の活性度が良くなるんじゃないか説。確かに。まあでも日本語を教えたらいいかもね、だったら。あ、そう。それはそうだ。ね、なんか休みの一日って言ってるけど、そう日本語教えて休みじゃなくなるっていうまのはね、あ確かに。なんかある別にさ、なんか私はなんだけど、休み、仕事って別に区切りたいとも思ってないから、いいんじゃないって思ってる、それで。まあ確かに、うん人によってね。別に良くないみ考え方がたいな。人によると思う。完完全に分けたいって人もいると思うけど。でも別にいいんじゃないってなってる。うん。良さそ私はね、みんなはどうですか？分けたい派？プライベートと仕事、ちゃんと分けたい人ですかね、皆さんは。ちょっと料金所があるので、今高速に乗っているんですが、料金を払います。う。払います。はいいくらでしょうかね。多分1000円ちょっとだと思う。カードで払うよ。あ、いいよ。現金で払っちゃうよ。あ、でも、1万円札しかなかったから。あらでかいお願いしても。はい。はい。ショッピングモールまでもうすぐですね。ねえ、もうすぐ近い。この高速道路のなんていうの、料金所にいる人はなんかどれくらいで交代してるんやろね。一日何時間でってそうこと？そう。トイレとか行きたいじゃん。だってあー、トイレ行きたくなっちゃうよね、絶対。はーい、お願いします。クレジットで。あ、はい。はい、ありがとうございます。お願いします。はーい。では、高速を降りましたので、ショッピングモールに向かっていきましょう。向かっていきましょう。ショッピングモールで何買うの？私はうん欲しいなと思ってるのはいくつかあって、お、なんだろ収納するカゴみたいな、う。カゴみたいな。はい。そう、もうちょっと増やしたい。1個持ってるんだけど、同じシリーズのやつ、ニトリっていうね、家具が売ってるところにあるんだけど、ニトリでカゴ欲しいなって思ってる。うん。うん。
あと、私が今レッスンしてるお部屋があるんだけど、うんうん。後ろがね、真っ白の壁なの。うんうんうん。なんか飾りたいなと思って、うんうんなんか良さそうなアートとか、おー、可愛い何かがあったら欲しいなって感じ。いいね。そう。ちょっと見に行って欲しいものがなかったら、まあ、ネットとかで見るけど、うんうんうんせっかく今日行くし、うんうん、うん。見ようかなって感じ。見てみよう。うん。アートとか売ってるのかな？なんか別にめっちゃアートって感じじゃなくても、うんうんなんか可愛い何かが壁に飾れるうん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 。何かがあればいいかなと思っ確かにています。白い壁だからね。そう真っ白でつまんないから、ちょっとこっちに入りたいな。入れてくれないかな。入れてくれそうだ。入れてくれるかな。すいません、ごめんね。よいしょ、ちょっと今車線変更してました。今日土曜日だからね、なんかこの車の道も結構混んでるね。今の時間混んでる時間だわ。うん。なんかさ、日本だとさ、車譲ってくれた時にハザードはい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 。するけど、みんなの国はするかな。どうなんだろね。う。もうなんかありそう。何かしらの暗号はありそう。なんか、あアイコンりがとうタクトか。みたいな。そう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 。なんかありそうだよね。うんうん。ちなみにフィリピンにいた時はなかったですね、そういうのは。確かに。確かにすごかった。割り込み運転もすごかったし、うん。私は絶対にフィリピンじゃ運転できないって思いました。怖い無理と思って。日本以外はちょっと結構怖いかもね、どこでも。うん。独自のルールがあるからね。独自のルールもそうだし、ハンドルがさ、日本と逆じゃん、うん。左ハンドルでしょ、海外の。うんうんそれがちょっと慣れないよね。うん。慣れない。車線も違うし。そう、逆方向だから。確かに。うん。事故りそう怖いね。いや、怖いよ、めっちゃ。海外で交通事故した方が怖いね、いろんな。確かに、フィリ最悪じゃない？いや、もちろん最悪だよ。うんフィリピンだって警察来ないじゃん。来ない、絶対来な、ないんか警察。自分らが警察署に行くという。なんで？まあ、警察来てるのも見たことあるけど、うんうんうんすごく遅いと思う。いや、遅い遅い。めっちゃ電話しないと来ないし。うん電。話繋がらないし。みたいな感じだね。確かに確かに。日本はすぐ来るからね。日本は早いね。早い、すぐ来る。あと救急車とかが日本は無料？もちろん。なんかアメリカはめちゃくちゃ高いイメージがあって。そっか、お金かかるんだ。そう。だから呼ばない？そんな簡単には呼ばな自力で行くってい。そう。病院行ったりとか、なんかうどうにかして自力で治すとか。あんまり病院そもそも行かないっていうね、医療費が高いから。だからその予防のサービスとかがね、もしかしたら広まってるかもしれない。ああ、なるほど。わかんない。ヨガとかフィットネスとか。確かアメリカから流行るよね。うん。そういうの。なるほどね。でもあんまりアメリカはそういう健康的なイメージは僕の中でまだ持ててない。まあ確かに。なんか、どう食しても生活そうそうそう。が。ファーストフードみたいなイメージがあって。でもなんか意識高い人はめちゃくちゃ多いイメージがある。そうね。なんかウェルネスというか、ヨガとか、健康食とか、うん。なんかそういう、なんかまあいろんな人がいるからね。うん。ファーストフード食べたりとか。そう。うん。なんか今日若干天気悪いね。 6月だからね、なんかずっとね、うん天気が悪くて。梅雨かな？梅雨ではないかも。終わったのかな？どうなんだろう。なんか1週間ぐらいさ、今週めっちゃずっと天気悪かったよね。今週ずっと天気悪い。なんかさ、いつもさ、コワーキングにさ、うん。自転車で行ってるじゃん、夜、なんかびちょびちょで帰ってくるもんね、雨に濡れて。そうだね。行きはなんかちょっと晴れてそうな感じだから、チャリで行くんだけど、なんか仕事終わって帰ってこうと思ったらめっちゃ土砂降りみたいな。うん。でも傘持ってないしどうしようみたいな。朝さ、晴れてること多いよね。そう。朝晴れて夜雨なんだよね。そうだね。それが不思議。確かに。でもこの間台風あってね、そうなんかいろんな暴風というか、強い風とか強い雨があって、梅雨もね、吹き飛ばしてくれたかなとか思ってたけど、うん。そんなことはなく。うん。でも台風が過ぎた次の日とかはめっちゃ晴れたね。めっちゃ晴れたし、ジメジメだったよね。ジメジメだったね。いや、あれはちょっとジメジメだったな。すっごかった、家の中しけって。いや、本当にそうだわ。ねしけってた。すごいよ。確かに。なんか充電が終わりそうだから一旦ここら辺でドライブトーク終わろうかな。40分ぐらいかな。はい。結構喋りましたね。結構喋りました。じゃあ今日はこれからショッピングモールに行ってお買い物をしたり、映画を見たり、ランチを食べたり、はい。はい。
して、あとは作業もするかもしれないです。パソコン持ってきたんで、カフェで作業したりとかしようかなと思っております。はい。はい。やっていきましょう。ぜひぜひ。なんかドライビングトークよくすると思うので、なんか皆さんも2人で話してほしい会話とかトピックがあったらぜひコメントに書いてくれたら嬉しいです。はい。ということで、今日も聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあまたね。またね。